よ。昨日加工されて明日までいける。茹で済み茹で済み。あ、ボイル済みボイ手紙。行こうよこれ。いくかこれ。あ、行こうよ。310円。本マス。本マス。お、何これ初めて見た。こういう雪グッズもある。さすがやね。ここで買っちゃおう。2リットルマイナス30度。すごいよ。早速カニが手に入っちゃったね。去年あれだけ頑張って手に入らなかったのにね。そうだよ。おしゃ駅を。なんかもうちょっと出てるし。すごい伸びてる。あ、伸びた。マイナス30度まで対応だから。なんかこぼれてるよ。お、入りきった。あ、これはすんなり。いったいった。よし。完璧や。岩手がどっかで使う。エネオス。なんかあれ好きだったよね。なんだっけ、ベーコンおかかみたいな。ちょっとでも結構添加物入ってた。この前知った。塩サバは無添加。初セコマだ今回の旅。今回初セコマ。ラスイチ。ラスイチだよ。ほら、塩サバ無添加しよう。無添加。北海道限定のこれ買ってこうかな。フェリーで朝飯食べてから昼飯を食べてないんですよ。寒いところに来たからちょっとカロリーがゼロというのもあるんで、これカロリーゼロのベーコンおかか。うまっ。やっと空いてる道になった。なったね。道ここまでだよってわかるこの赤い矢印が北海道だよね。もう歩道とかなくなってる。左歩道だったんだろう。かつて歩道だったもの。モダこの安いわ。モダ安いね。あ、これだ。向川式の館。本日の車中泊場所。温泉もある。何これ。カエル？恐竜っぽくね。あ、恐竜かな。恐竜推しらしい。なんか自分が発掘しそうな格好してたけど。キャンピングカー駐車場所な。ムカワ竜、学名はカムイサウルスジャポニクスだって。新属新種の恐竜と認定。ハニーですね。私この前疲れすぎててさ、米に水入れないで炊いちゃったんだよ。やばいっしょ。あ、アボカド硬い。痛い痛い痛い。切っちゃった。ワインの。温泉が10時までやってんだっけ。そう、すごいよね。これすごいね。ここが天然の冷蔵庫。北海道来ちゃいましたね。来ちゃいましたよ。ちょっとフェリーで疲れたから、あ、本当？眠りが浅かった。味噌焼きにしようと思っている。これ温度計のセンサー。どんどん下がってるわ。結構冷えるかもね今日。あ、オリーブオイルももう硬いもん出てこんもん。しかもなんか間違えた。オリーブオイルじゃなかった。早速ボケちゃって。今日は海子がボケて海子ボケでいいかも。いや、いきなりカニゲットできちゃって、なんかちょっとびっくりしてる。る。ランキングつけようぜ。この旅中に食べるカニの中でどれが一番うまいか。あ、美味しそうだな。どういうルートにしようかな。そう、なんかほんと最初の部分ぐらいしか決めてないからね。それとさらにカニがあることを忘れないようにしないとね。いただきます。本マス。本マスって何なんだろう。
なんだろう、鮭みたいなもんだと思っているのだがうめうまっ。ちょっとさ、これ焼き方上手じゃない、うんすごいジューシーに焼けてる。桜マスだ。あ、そういうこと、こういうのが一番うまいんだから。凝縮されてるね。結局ね、これなんだ。ほらおほら、エリンギはいらないのかい。いるよ。マス丼、マス。チャイが来てる。食ったかな。うん5時に設定してるから。チャイを鑑賞しながらなんかキョロキョロしてる。これ多分食べたんだよ。何かに反応して去っていった立派なカーニーですね。わー、味噌、イエーイ。白いのって何なんだ。白いのね、体液が固まったものだって。いただきまーす。味噌、うまい。体液が固まったもの。白い部分好きなんよね。体液が固まったもの普通にうまい。茹でたてじゃなくてもこんなうまいんだ。昨日茹でたやつでしょこれ。30% 引きだったからね。シャキー。3400円だったっけ。うん。ちょっとすごいよねこれ。うまっ。あ、うめえわ。やっぱうまい。カニのダメ、すごい。めっちゃ詰まってるんですけど。味噌、やばいやばい。カニは別腹だね。だね。デザートでケーキみたい。こっからなんですよ。この部分すごいよね。ザックザック出てくる。ザックザック。多分ね、夜には止むと思うんだよね。夜中は。でも待ってるね、雪。恐竜くんにも積もり始めたな。ああ、ね、そこそこ積もってるね。なんかもしかしたら今日6がつく日だから安いのかもしれない。ね、朝風呂やってます。5時からだって。実験に始めてました。 5時。恐竜ラーメンだって。なんかちょっとかっこいいよ、見て。ちょっとうまそうだよ。恐竜エキス。アンモナイトクール。なんかちょっとティラノっぽい感じなのか。シシャモも有名なのここは。ほらやっぱ420円。ラッキーじゃん。ゆ。シマエナガ。北海道限定デザインだって。戦国武将歯ブラシ、視聴者さんからいただいたやつです。味噌たっぷり残ってるから。今日のお酒はスペシャルなんですね。チャラーン。カニ酒のために買った左大臣の純米酒。火入れしてるお酒で生酒じゃないんだけど、なんかそっちの方が熱燗にいいって言ってたから、酒だけのバージョンでいただこう。冷やでます。おお、うめえ。そう。確かに水感はある。あ、ある。へえ。うめえこれ。生じゃないのに極上の毛ガニの殻に。ファイヤーした。開けとこう。外はマイナス 5.2 度、中は10度ぐらい。ちょっとボコボコしてきた。とんでもねえ匂い。よし、こんぐらいにしとこう。一発目。あー、おー、うんまっ。毛ガニが最強。うん、毛ガニが最高。まあ毛ガニと紅ズワイガニしかやったことないけど、あと花咲ガニでもやりたい。ここすくうんだよ。ちょっと追加して。
味噌たっぷり。3回戦たまりませんですよ。これはこれのためだけに北海道に来る理由になりうる味噌。4杯でフィニッシュ。ありがとうございました。カニさん終了してるけどさ、なんか居酒屋的な店なんだよね。ここで飲んでさ、キャラバン戻れるやんとか思って。チキンエキスが恐竜エキスっていう意味です。ユカタン欲しいな。なんかあんま添加物入ってない。ムカワグッズゲットしてデザートいただこう。ユカタンフルコース、フルコース。デザート付きだよ。それこれ解凍させないかんのやないと。凍ったまま食べるといけるっしょ。動産原料だってうまっ。冷蔵庫で6時間解凍してから食えって。食べ方違うじゃん。これそのままでも全然アイスみたいな感じ。うめえ。よかった。焼きカレーダイニングフリージア。うまそう。うまそうじゃんこれ。いいでしょ。最後がラーメンヤクモってとこで、ここもねなんかうまそうなんだよ。うまそう。後ろが頭。8時に経っちゃったよ。いくらでも寝れる気がする。超美味しそうなんだよな。焼きカレーっていう候補もあるんだキャレーもとても美味しそうなんだけど、ちょっと早く高速は除雪がされてるから。けど。なんか凍ってるな。裸でここのところで靴も履かんで、服も着らんで。どんどん雪減ってるね。うん。海の中にカニやらカニやら。うま。さっきさ、オジロワシが目の前に降りてきたの。あ、おね。めっちゃすごかった。もうほんとすぐそこに。うん、でかかった。前回根室で見てたから分かった。いや、近くにだだっ広い駐車場があったよね。凍ってる。ウルトラライトダウン装着済み。これゴリゴリに滑るよこれ。超絶うまそうなラーメン屋がなんていうとこやっけ。ヤクモってさ、池尻大橋のヤクモもねうまいんで、こっちのヤクモもすごいんじゃ。仕込んでんな。すでに香ってきたね。なんか飲食店が並んでんね、ここの辺ね。二次会用のバーとか。夜がすごそうだねここね。うん、確かに場所超分かりにくい。でもなんか匂いするから絶対近いんだよ。さっきの通り戻ってきちゃった。どこにある？あったあったこれは気づかないわけだ。味噌にバター、コーン。味玉です。
汗玉ですね。痩せたな。あ玉ねぎともやしが入ってる。チャーシューは切ってある。食べやすい。めっちゃうまかったね。生姜入ってるってのはちょっと斬新だった。出る時はもう行列になってた。ね、すごい人数なんですよ。店の中。襟裳岬方面に進んで漁協の直売所でうまいもんを買う。カニとか魚が爆安だった。本当にありえない値段だったの。カレイ50円とかそうタラ50円とか。アポイ岳だ。あれが。あれが濃いだけど。今回の旅中にね、北海道サーフィンデビューしたいと思ってんだけどね。やったことない、そういう。やりたいよね。すげえ寒いだろうけど。うん。あれ、襟裳岬の先端じゃね。あ、っぽいね。浦河町通過中。うん。やってる？あ、営業中だ。下フットブレーキだ。分かってるよ。サイドブレーキ引く仕草してた。あ、そうそうそう。毎回ね、ボンゴに乗ったらなんか足をこうやっちゃって、うんこれに乗ったらこれ俺その逆だからやっちゃって。オオズワイガニ。おお。オオズワイガニ。毛ガニ3900円。昆布ある。使いやすそうじゃん。ホッケの一夜干し。オオズワイガニ超安くない？でさ、茹で方さ、沸騰したお湯に入れんだって。入れた後再沸騰してから20分。皿貝ってのがないんだ。灯台粒貝。ホッキ貝ってこんな形してたんだ。でっかいハマグリみたいな感じじゃん。畳めば茹でれるかな。押し込んで。でかい。ハイパーティーだ。ここを逃すとね、もう何もなくなるからね、この先店が。日清総八カレー鍋押し。タラにしようぜ。地元産ほうれん草。ルービーを最優先でお願いします。万世温泉に行こう。ツンとした匂いの温泉なんで、その横にキャンプ場があって、なんと冬季営業してるらしいんで、予約できないって書いてあったから、とりあえず行ってみて聞いてみる。海に鳥がいっぱい浮いてて可愛い。広尾方面、コーションアイスイー多分ね、山登るのか。登り始めたけど、あの険しい山ではなかった。広尾町。ねえねえ、これサンタの絵描いてあるよ。あ、サンタだ。広尾サンタランドっていうのがある。凍結路面になった。エビ2枚盛り込まない。うわ、すげえ。うわ、滝だ。フンベの滝だってすごい。うわ、凍りまくり。さっき川にタンチョウがいた。幕別大気タウン。右か。はい。お、釧路が出てきた。おお。135キロ。遠。そう。Turn right. Then your destination will be on the こ left. の辺がキャンプサイトなんじゃないの？めっちゃ雪の上だ Your ね。 destination is on the left. 1人2500円で、風呂に2回入る。風呂にね2回入れるんだって。1人当たり。朝これで夜と朝の。最終受付風呂8時か。だから夕飯の後で風呂に入り来れるわ。見て。深
深いね。ちょっと深いよ。これちょっと掘って地面をこううん。なってめっちゃ掘った。これいけるっしょ、多分。見てほしい。久しぶりにスターゲージチェア。煙突の周りがちょっと違う素材になってて、あ、耐熱素材でしょ。煙突はめちゃくちゃ熱くなるんだけど溶けたりはしないようになってる。頼むぞ。なんかね、この薪ストーブの下に置くと薪が乾いて燃えやすいんだよっていうのを教えてもらったんだけど、ここに置いたら雪でなんか雪で雪で濡れそうだよ。牛乳ガブ飲みしたい気分だわ。マキタのバッテリーを使ってみる。電気毛布用のアタッチメントなんだけど、このコードガン無視してこっから USB 電源が取れるってのが、こうしてこれをオンにすると、ほらこれ充電しながらこれで使えるのよ。シャキー吊るすときはこれ無理だね。やばい、つぶ貝生きてる、つぶ貝。つぶ貝動いてる。海子がつぶ貝で騒いでる。やべえ、めっちゃ濡れた。あ、いた。おお、あーでけえ、身がでけえ。イエーイ。来た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 。すげえ、つぶ貝すげえ。よし、取れた取れた取れた。なんかこの汁を捨てんのもったいねえから、このまま取っとこう。えりも産のホッキ貝。すごいね。めっちゃうまそうじゃんこれ。そこあったかい？やろうやろう、サウナ状態。よーし、これで。なんかすごいいい香りしない？この昆布のすごいいい香り。日高昆布だ。あったけー。外の気温マイナス 5.2 度、中は今マイナス 0.8 度。北海道限定札幌クラシック。おお。かー。あ、なんかチンコみたいなの出てきた。何それ？凍ってる。味噌入れて、醤油もぶち込んで、昆布の出汁がもうすでに効いている状態なんで、あとはこのタラと貝を入れたらもう大変なことになります。タラと貝。はい。タラをカットするのは初めてだな。一口大でいいってことよね。うん。やべえ、ホッキーがずれてきた。ホッキーが。ホッキーたちが汁要因のホッキーもいる。そうだね。汁要因と肉要因。若干凍ってきた。なんかシャリってしてる。シャリってる。全部ぶち込む感じ。タンタラ結局そのつぶちゃんもぶち込む感じもね。うぶち込もうよこれ。別でバター焼きとかもあんもあったけど、いいよもう。いいよ、もう食べたいでしょ。だってこんな目の前に来る。7.9 度になった。ほうれん草ちょっとでいいもんね。そうそうそう茹で時間。はいはい、いイエただきましょう。いただきますいただきます。こう、ーイ。ホッキーのターンしよう。治療院で残しててくれたやつ。汁ホッキー。これ汁ホッキーにもさ、結構カスがついてるんだよね。なんかナイフでこうやって食材を切り刻んでる。なんかいいね。うわっ、は出たよー。
キ鍋。あ、このカスホッキもちょっともったいないよね。カスホッキ頑張って、やろう。煙突。あー、危ない危ない、マジで怖い。結構このカスホッキ取れた。お、すごい。煙突怖え。見て見て、ホッキ貝の色変わった。赤くなった。ホッキーしてきたね、なんか。うん、ホッキーしてる。ほうれん草もなかなかうまい。これエリモ町のほうれん草や。この寒さでちょうどぐらいだね。煙突にはマジで気をつけて。一つね。煙突マジで本当にやい。ばいよ。水ぶくれはならなさそうだけど、ホッキーね、1個250円だったよね。湘南のハマグリより安いよ。それでいてハマグリ大きいからね。これ絶対熱いよね。ああ、紐ってこれのこと？縁側みたいな。紐ホッキーいきます。うまい。ホッキーがホッキーしてるとこ食べる。ああ、そこね。これは本体だろう。肉厚。あれ？これもホッキー？ホッキーの紐じゃない。俺ダブルホッキーなの。でも私もホッキーの紐またあって。ああ、紐が2個あるんだ、ホッキーってのは。で、この汁にも汁ホッキーが入ってるから、あ、そうだよ。本体いきます。ホッキーの部分。これ噛み切るのに5分ぐらいかかるわ。うまい。その手があったか。天才的だと思った。このホッキーで酒をやると、ちょうどいいじゃん。もう熱い。脱いだ。昨日の残り飯と一昨日ぐらいのタ残り。ッパーは家の時のだよね。そういうのをね、ちゃんと使い切る。どんどん上がってる。ここに置いといたら多分ね、まだ未発掘のカスホッキーがあるはずだから。ビールうまっ。北海道に来たということと、このテントの中ということと、そして北海道限定ということでそう、全て北海道限定だからね。完成です。結構重いのここ置いてるんだけどさ、なんかいつかガチャンとかなりそうで怖いなと思うんだけど、結構大丈夫だね。結構大丈夫だね。いや、俺の理想としては明日の朝サーフィンしてあ、いいね。この後朝風呂ですよ。朝風呂を決める。うん、ねえ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 、ホッキーのホッキーなんか出てきたやつ。ガチホッキーじゃん、それ。パートオブホッキーだ。パートもこれパートオブホッキー。大丈夫。明らかに寄生虫とかじゃないから。なんかね、マロニーちゃんみたい。なんか味はないんだけど食感がすごい。大丈夫なのかな、それ。でかっ。ごちそうさまです。日が落ちてきて室温もだいぶ下がってきた。最高ね 29.2 度ぐらいまでいってたよ。さすがや。ちょっと風呂行く前にヒーターつけとこう。寒っ。お風呂。ありがとうございます。タオル持ってきたけどいらんかった。泉質勝負。確かにいい泉質だからね。ここ要素だっけ、用土だっけ、用土泉。バイバイ。ナトリウム塩化物質。カニより香ばしいかもこれ。あ、なんかお酒の香り今してるしてる。あっつ。うまい。買い出しが出た。ホッキー熱燗の器としてはカニより優秀。熱伝導率が高い多分。チャイいる目がいる。じゃあもう一回話しかけよっか。キャイやって飯食ってるか。あ、今日エセウルトラライトダウン着てみようか。ウララウトダウンっぽい何か2500円だか革命だよ。ら。いいね、2500円とは思えんな。もうね、俺らユニクロが高く思えちゃう病だからさ、
やばすぎるねもう。次なるユニクロを求めてさ、それが今んとこワークマンとか島村とか、耳栓があると快眠性が違うことが分かった。寝ることに没入できるから。ダイソーの耳栓。おやすみ。ここに置いてたらここマイナス 3.1 度。今5時半ぐらい。浜が凍ってカッキンコッキンになってる。私は夢の中でも寝てた。それで松尾がサーフィンに行って、こっちは20度超えた。おトイレ。ワークマンの第2のアイテム、いかつい手袋。なんかめっちゃ凍りついてるよ。凍りついてんな。これね、内側なんだよ。え内側凍ってんね。エンジンのかかり抜群だね。今日はいろいろ行きたいところがある。釧路方面にまず行くんだけど、その前に前行ったチーズ工房っていう白糠のチーズ工房のチーズソフトを食べたいんですよ。この時期売ってるかちょっと怪しいんだよね。食べれるなら行く。うん。牛だ。牛朝ごはん。お、なんか泥にまみれてるやつとかが。十勝川。だ。凍ってるよ。え、凍ってる？白いよ、十勝川。おー、白い。ええ。
にこんなでっけえ川凍らねえだろ。マジでマジでこれ凍んの。十勝川川凍ってる。やばい。こんな大きい川が。上歩けるんかな。上さ、歩けそうじゃね歩けそう。あ、北海道だね。北海道だよ、これが。なんか波割れてるよ。波ないか。あってもやらねえよ、寒すぎて。無理ちょっとだって俺。きついよね。やって今1000。あ春からだって。ー、春なんだ。こう早いの鳥。結構早いよ。船はまだいいや。完璧な除雪。セイコーマート。ホットシェフが輝いてんな。茶。これうまそう。だけどさ、これから爆食いする予定だよ。半分こしようぜじゃあ。超美味しそうなんだけど、やばい。うまい。こういうすごい景色がいっぱいだからずーっと撮っちゃうよね。今さ、白糠町にいるんだけどさ、タンタカタンのふるさとっていうさ看板あって、ここでね、なんか私あれ九州のもんかと思っとった。潰れた記憶しかなかった。え飲みすぎてすごく美味しいお酒なんですけどね。美味しいね。タンタカタンね、美味しいよ。めっちゃ都会なのが見えるよ。釧路が見えてきた。多分あれ釧路だよね。今回はコメントでさ、いつもさ、釧路来るとさ、和商市場おすすめですってさ、そうそコメントがあってさ、調べたらその和商市場って俺らいつも行ってるところの真正面にあったわけよ。う。全然知らなかったよね。勝手丼ってのが有名らしい。うん自分で海鮮丼作れるんで。そうそう、なんか選んで乗せれるんだよね、好きなのをね。そうもうこの交差点ももう分かるもん。覚えとるもん。歩いてるな。パン屋を探して。パン屋を探して釧路駅あ、そうあれね、あれ釧路駅ね。てか和商ってめっちゃでかく書いてあるんやけど。おー、やってるのかな、よく中は見える。あ、これ釧路単純これカニ吉。あ、なんかね、このカニ吉さんが閉店されたそうですごい残念。和商。駐車券にお店で印鑑もらうのが重要。そうすることで30分無料になるから。セイコーマートが入ってるよ。和商市場の1階に。ここ入れる。なんか入った。カンマス。タコの口。あ、これホッキーじゃねえ。これ。一皿で800円。これうまいらしいよ。八角。これすげえな。太鼓すごくない？カニ。花咲。茹で済みですか？ボイル済み。おー、 2.5 円。どっから来てるんですか？でかい。千葉県から千葉。買いにいつ？しばらくいいの？1週間後ぐらいです。あ、本当。送るなら帰りしに行って合わせて送れるよ。1週間後るの。たくあさんあるから。1週間後。確かにお土産用に送るのはありだ。そう、送れる。茹でたてのタラバあるよ。茹でたてのタラバ。そう、あれ1点タラバいいでしょあれ。それとに。うわ、てか何これ。でっか。めっちゃ玉がある。めっちゃ玉。本当に朝こうやってできてるやつ買いでるから。あこれもすごくない？レンジみたいの。あれ蒸し器。あれでやる。あれ蒸し器かい。あ。へそう、蒸した方が美味しい味がする。え。そうなんだ。うわ、すげえ。今日は90キロ1回で。昨日取れたやつですか？今朝取れた？今朝5時半ぐらいに
なんか去年より安いんですか今年は、カニが。今少し安くなったけど、はい。 12ヤードだったらもっと高い。ああ、今ちょっとこれ1ヤードだってしまうと安くなったけど。これ6000円にしてくれるんですか。卵がすごい。卵すごいよね。卵は卵ではみ出てる。ちょっと奮発しちゃうかこれ。本当にたくさんだからせっかくだから行った方がいい。あ蒸したてだから。ほら茹でじゃなくて蒸しやつ。まあ味が濃いんですよ蒸してやると。あ、ああ。カテ丼ってもう食べれるんですか。カツはカツ丼でこうで食べるんで。ああ。やってんだ。ああ。ちょっと食べたらまた来ます。ね、ですね。卵がやばい。あれスーパーには売ってないよ。あんなすげえの。あれは多分ない。うん。こちらご案内しますので選べるかなというところで、ありがとうございます。もう張り切ってますから。もう腹へすかしてきたから。ということで、やらせていただくとお店のスタッフが来ますので、そこで要するにはサイズから選べるご飯を買ってこちらに来ていただければ。あ、はい。あ、あそこでですね。そうですね。ちょうど今お姉さんいるところで。ああ、どうする？はしごを前提にしてはしごを中前提にしぐらいにする。ておすすめまでここがスタート地点。 4種類ある。一番小さいのはこんなうん。感じや。てか寿司うまそう。何これ？光り輝いてんだけど。頭とろ。超うまそうなんだけど。これ買ったらカニ汁がちょっと安くなる。こちらお刺身を買った後にもう一度来ていただきたかったあんですよね。あ、そうする？はい、なるほどなるほど。カニ汁食べたい。あ、じゃあ先どうぞ。俺酢飯にしてみようかな。頭だ。柔らかいんですよね。あ、普通のトロより。へえ。すげえうまそううん。はい、こちら酢飯になります。はいありがとうございます。だ。で、後で。あったかい。あ、いいか。いただけますか。はい、お兄さんもどうぞ。あ、失礼します。今日はどちらから来られたんですか。千葉県から。多いですね、千葉。多いっすか。へえ。実はね、僕も千葉出身なんですよ。あ、そうなんですね。はい、お願いします。で、お鉢で取るそうです。感じです。酢飯のお客様がはい。すげえ、見てわかる。すごいですね。普通のご飯の方が実はご覧いただきます。ああ、言うんですね。どうしよう。あ、はい、お願いします。オイルでよろしいですか。赤貝を。あ、ホッキもあるんだ。じゃあ、あとホッキ生で。いらん。油カレーを。と、あとタラ。じゃあ、あとおひょう。めっちゃ綺麗。甘エビをお願いします。ちょっと入れすぎてる。めっちゃ入れとるな。どうしようかな。この白さんのあー、サーモンいいですね。へえ。鮭ですね。無事でキングサーモン。おー、時知らずで。これなんか季節外のでっかいやつですよね。あ、そうですそうです。じゃあそれで以上でお願いします。ここ落ち着いてて良さそう。海子の方、このホッキーはゆでホッキーです。そう、ゆでホッキーにしたん。これは生ホッキー。そう、ホッキーってさ、茹でると色変わるんだよ。そう。赤くなんだよね。綺麗だよね。卵をサービスしてくれた。あ、そう、卵サービスしてくれた。ありがとうございます。おひょうとか油カレーとか北海道っぽいの入れた。私タンタカってやつを入れてみたい。これがタンタカって。あー、さっきのカレーみたいね。いただきます。いただきます。お刺身のように。これなんかつけて食いたいな。直掛けスタイルにしちゃった。赤貝が。直掛けでいいや赤貝がすごい美味しそうだった。貝大好きなんで。なんかネタのさ、うん。ネタ新鮮だったよね、すげえ。切りたてみたいな。何かわからん。うまそうだったやつ。カレー系を結構頼んだからどれがどれかわかんない。
面白いね、勝手丼ね。うんお店の人もノリノリで楽しい。そうさっきの今の店だけじゃなくてなんか他にもあったね。うんでもねなんかそこで完結しちゃったもう頼み切っちゃったうんあホッキー2日連続のホッキーだからこれがホッキーでしょここが特に、生ホッキーにしてるところそうもらった卵おいしいサクラマスだったかな。これはこれ時知らずうまっお鮭はやっぱうまいかも。うまっ卵がうめえおいしいカニ入ってたうわうまっカニ入ってた見て本当だもう思ったよりすげえ空いてたうんだしすごい良かったまだ10時台だからねあもうでも11時12分だわ多分これから混むと思う。ねこれは人気の理由がちょっとわかる、楽しいもん。うんこれ楽しいわうん思ったほど値段もいかなかったあれ意外と安い。 1000円ずつぐらいだったよね、1人2000円は覚悟してたけど、全然はしごできるわごちそうさまです。何ゲットしたったあ大丈夫です大丈夫です6000円に負けてくれたそう7300円なんだけど7300円すごいねここまで大きいカニは私は初めて。破ったらうちこすごいと思います。あねこあーこはみ出してますもんこれっね。その奥にあるオレンジ色のやつがねめちゃめちゃかっこいいです。オレンジへ色あ奥にあるんですそうですよね。へー領収家具駄菓子コーナーがあるなんでわかんないあラクレットの代わりにもなるような感じの硬さのチーズなんです。はいこっちはそのままスライスして食べてもよし、削ってもよしっていう形で、こっちの方がもうちょっと硬い感じですか。あはい、だからなるほど熟成される関係があってこの、はいはい。こういうところが切って食べてくださいみたいな感じを書いてあるんですあよ。あなるほどなるほど。本当だ外側は削いでくださいって、こっちの方が使いやすいかな。そうねそうですね。ただ食べるとかでなるんだったらこっちの方が。これをお願いします。ザンギ味噌汁セルフサービス味噌汁ザンギカレーを分けるか私はザカレーを食べた。うん俺はザンギを食べてそう。この売り文句通りのこと知ってるわ勝手丼とザンギを食べていけばいいです。スプーンがなくなったらしい箸でカレーを頑張るって食べる。ザンギ見して。おこれがザンギですよ。うんまあ揚げたて。うんザンギと米だけでいける柔らか。箸でカレーを食べるのは難しいよどうするんだなんかサービスのスープがめっちゃ出し切れで美味しい。なんか肉入ってるね。俺このカレーちょっと辛すぎて無理だっあ、そう結構スパイシー。たってことは昭和28年からやってるやば。一応ね生きてる。うわ生きてる大きい毛があるんですね。でっか足取れちゃったああ30分前に着いた船の色のやつです。そこの部分が内子っていうそうです。これ外子っていうんです。はあはあはうち子は卵巣部位ですね。あそれがすごい美味しいです。重いそれ結構重いよ。じゃ持たしておお和尚さんセンキュー結構お金使ったもっとでかいやつ実家に送ったうん、開いた開いたタラバ専用冷蔵庫、パシフィクールぴったり。マイナス15度になってた凍っちゃうぞ。ダメダメダメむしろ凍らないようにこれ冷蔵だからねうん。 5度でいくかどのぐらいだろう。一応ね釣り竿とかも持ってきてるんだけどねサーフボードとかも持ってきてんだけどねそうなんですよね。うんスキーとかもできるよ雷サット、雷サット。1時間半いたんだ。
お、レギュラー164円。いいな。ありだね。うん。来るのかな。去年ここすげえ雪道だったよね、普通のね。あー、なんか真っ白だった記憶。北海道も暖冬の影響あるよ。あるのか。まだだ、もうちょいなんやねん。雷砂糖。楽しみすぎても。雷砂糖楽しみ。すごいネーミングだよね、雷砂糖。あー、もう一発で覚えたもん。これが雷砂糖。雷砂糖よ。これなんかあんまチェーン展開してなさそうじゃない？うんここだけ説あるよね。雷砂糖。巨大化した個人商店みたいな感じ。シューマイを作ろうと思っていまして2個ぐらい買って足りるかな。雷砂糖の通路めっちゃ広いんよ。本末1尾1500円だったあーホッキガニ花咲ガニなかったね。そっか、花咲ガニ冷凍で買って後で食べようと思ってたんだけど、鳴りを潜めてるよ雷砂糖が。去年のあの衝撃がなくなってる。和商市場より安いわチーズ工房のね。 Thank you 雷砂糖。ちょっと拍子抜け砂糖だったな、今日は。カニ少ない砂糖だった。カニがなんかバラバラの花咲ガニがあっうん、叩き売られてたぐらい。どっから1、2温ある。泉があるらしいじゃん。そうそう、温泉入ったことあるもんね。しかもさ、海子だけ入ったんじゃないっけ？あ、そうだっけ。うん。あ、そうだったかも。なんかちょっと茶色っぽいお湯だった記憶がある。RV パークになったんだね。そう。あ、2022年7月13日オープンってなったの。前違ったもん。うん、なかった。とりあえず受付するか。うん。受付に来てくださいって言うとった。おお滑ったここ。ああめっちゃ滑るわここ。お、早朝温泉もやってる。6時半。1500円で1500円でこのドリンク1杯無料ド券。リンク1杯と入浴1人分、うんでゴミも捨ゴミもてさせてもらえるとそう、結構いいよね。いいね。いいサービスだね。一番っていう一番端っこのところにしてくれたね。一番かな。一応全部電源付きなんだね。使わんけど電源なしだと1500円だけど電源ありだともうちょっと高い。一見ね分かんなかったからまたねこれで話しかけたらね顔出してきた。動いたね。チャイかわいい。今ね4時11分でしょ。これ5時になったら、ね、自動で出てくるから、投入されるから。待機してる。トイレは特急。単調鶴が集まる道の駅。明日さ見に行きたいね。鶴センターってこれだ。あ、それそれ。黄色い枠が RV パークの枠で超広い。こっち一番の端っこに寄せたらスライドドア側がこんなに広く取れる。これはまだあってね。これをな。あれなんか2段階。寒いよ。温度計設置しなかった。ヒーター絶好調じゃん。絶好調。うん。いただきます。いただきます。酒は未だに関東近辺の酒をたしなんでおります。今日ね福塚さんに行こうかとも思ったんだけどね、まだ持ってきた酒がいっぱいあるからね、とりあえず手持ちの酒に集中することにするわ。国士無双っていうのもねコメントいっぱいもらっててね気になってたんだけどね、調べたら小樽だった。前小樽行った時通った。撮った、函館方面に行こうと思ってるから後半はそこにどのルートで行くかによって次第なんだけど、国士無双はちょっと行く可能性ある。小樽
小樽方面から抜けるか、ど真ん中通ってニセコ通っていくか、太平洋っつうか内海側通っていくか、洞爺湖からね、どのルートで黒松内に行くか、そう重要なのは。とにかく黒松内のピザがうますぎたからピザがマジでそれは行きたいっすね。うんあれすごかったよね。すごかった。冬のダンケシェンとかめっちゃ覚えてるもん。ダンケシェンとマルゲリータ食べた。マルゲリータか。チーズ倍増オプションは絶対やるべきです。シンプルにサラダとカニ。そうですね。サラダ、うんあとスープも一応作ろうかなと思って。あいいですね。うわ、卵がなんか白い。え？白い。多分食べてる餌が違うんだ。白の 68% が北海道産米なんだって。白身の色は素材本来の色。なるほどね。チャイ。この昆布もったいないよね。チャイ電気か。あ、出てきた。え、ちょい出てきた？やったなんかやっぱおると声が聞こえた。食べたんだなってことは水がないよな。あ、昆布うまい。白い卵。で、ほうれん草も入れて、これで完成だ。カニだから今日は。やばい。そうだ、蒸してるって言ってたからまた水っぽくないんだ。そう味がなんか濃いみたいな言うとったよね。ね、茹でたらさ結構出てっちゃうけどそれがないんだ。鋭いね。やべえ。いやこれはさこれもう何これ要塞みたいになってる。すごい要塞なんだけどこれクソ過酷カニ漁の本命のやつでしょ。そうこれを撮ってみんなアメリカ人興奮してたよ。そうディスカバリーチャンネルのディスカバリーチャンネルのなんかリアリティショーみたいな。しまうのかそれともこの先っちょの方とかさ、これスーだしプ用意。にしようぜ。すごい。これどうすんの？どうしようこれ。途方に暮れてます。ちょっと一旦落ち着いて一回さスープ飲もうか。スープ飲もうか。うんこれスープね結構美味しそうなんですよ。スープ飲みながら考えよう。考えよう。ちょっと眺めようか。いただきます。いただきます。これは何？舞茸だ。舞茸と卵と昆布とほうれん草。うまい。まだこれ眺めないと。なんかタラバガニってカニじゃなくてヤドカリかなんかそっち系のやつなんじゃなかったっけ？見て。このままバキ切っていいかな。なんか何これ？あ、なんかホッキしてるね。ホッキーだね。ホッキーが入ってる。このねオレンジのが内卵だっけ？これがなんかちょっと忘れちゃったんですけど、オレンジのがうめえって言ってたよ。とにかくここがうまいっていう話でしたね。うわー。スプーンがあるよ。ゴータマシッタールタ。あ、取れた。なんか味噌がにじみ出てんだけど。ちょっとあれに見えるけどこれ。濃厚よ。うまい。プッチプチや。卵ね絶対スプーンでいった方がいい。タラバガニシッタールタ。プッチプチや。構造がすごいね。構造がすごい。うまい。味噌絡んでて、すごいこれ。いくね。いきますね。うおー、なんか奥から出てくる。なんかケツの穴みたいだけど。やめなさい。なんか変なの取れた。これだけでも結構お腹いっぱいになるかも。もしかして。これなんか卵の裏にさ、身がオレンジ卵がさらに下にある。やばいこれ。ここでカニバサミが独壇場だよ。あ、取れた。で、これすごくない？すげえ。なんかすげえ。めっちゃ濃厚。甘い。これ俺の？おー。あーすごい。しゃすごいブリブリ。ー。おー。さっきのよりだいぶすごい。おー。でかっ。でこの味噌に味噌漬け。
味噌漬けにしてなんかさ甘みすごくない？肉量がもう圧倒的、第二関節ですらこの太さだから。そあこれやばいよね。これすごくない？すごい。してるやつ。ここにペローンあそう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 ってことでまさかの事態が起きて、はい。もうお腹いっぱいになっちゃった。もうギブアップですね。足と卵量がおかしいことになってて、残っちゃってるわけよ。さらに卵ね、これもとんでもない量で結構食べたんだけど全然残ってる。こいつらほぐし身にして身だけにしてタッパーに入れて後日食べよう。今さこれ想定外の事態なんだけど、ベローンこれ丸ごとって食べれる。ここの部分は食べれるの？食べれるでもない量。なんでもない。想定外だよ。これ一番難関。うわあ出たホームランバッホーター。ムラン打っちゃったごめん。マジで俺の靴の中入ってる。一つまみ食べよほぐし身最高だね。超食べやすいし。うん衝撃のう。卵部分だけでこのタこの量ッパーいっぱいになった。もう卵の量もどえらいこの内側の内側にまこのオレンジ卵が大量だから。いやー温泉付きの道の駅って最高よね。550円。 See you。もう肌に良さ帰り。ただいま。本日も左大臣の純米酒でまだまだいっぱいある。最近ね1回に飲む量を減らしてもう毎日美味しいお酒をちびちび飲むスタイルでいこうと思う。うわー香ばしい。これも温まったかな。酒漬けの卵。あまだ全然冷てえ。卵だけいただきまーす。これさ飲む場所がねえな。ここか。うめえ。毛ガニとは全然違うね。なんだろう、やっぱりどっちがうまいかというと毛ガニの方がうまいんだけど、そう毛ガニはね出汁がすげえの。これはねほら今回卵入れてるから卵出汁がすごいね。味噌が少ない分ただねこの甲羅結構手つかずだからさめっちゃ大量に白い部分が取れた。そんなにあった？トゥルンいい。ごちそうさまです。
快適さんが現れた。テンション上がるよね、快適さんは。温泉付き道の駅以外泊まりたくないわ。うんわかる。温泉付き限定できればね、できればね。こんな楽で素晴らしいことはないもんだって、だってもうさそこに着いちゃったら何も考えなくていいもんね。何も考えなくていい。酒飲んでから風呂っていう手もありになっちゃうからね、まあもちろん泥酔状態ではダメですけど。暑かった？下にウルトラライトダウン着て寝てたんだけどちょっと暑いぐらいだっ俺はね、ダウン着ないで寝たらちょうどよかった。た。あでしょ。昨日ね、夜ちょっと気温高かった。外が0度ぐらいだった。あまりだ。おいいですね。これ鹿の足跡じゃない？この日本爪みたいな。赤国際ツルセンター。ここでなんか見れるらしいじゃん。出てすぐ目の前、こちらに今もうたくさん誕生をご覧いただけるんですが、あと出て左手まっすぐ行くと観察センターっていう白い建物ございます。めっちゃいる。うわ、かっこいいよ。これすごいこれ。こんな数おるんや。こんないっぱいいんだわ。初めて見たわ。水があって凍らないんだ、この水。そうそう、鳴きびっくりした。結構声でかいよ。めっちゃ息から湯気出てるわ。こっちはなんか白鳥と鶴とちっちゃいのがいろいろコラボしてる。ね、片足になった。フラミンゴみたい。あいつ首が茶色い。若いんじゃない？なんか踊ってるやつとかいる。踊ってんのいい。なんかやってんね、なんかやってんね。世界中にいろんな鶴が。飛ぶために超軽量してんだよ、鳥って。ああ、軽量化だね、これね。顔がキンキンに詰めて。豆乳入れてシナモン入れる。いい景色だね。サンフラワータオルがあってね。あ、ゴミペットボトル持ち上げたわ。ペットボトルなんか持ち上げた。みじん切りか。シューマイのあん。ニンニクも忘れず。生姜とニンニクも入れた。生姜とニンニクと玉ねぎとひき肉。いい香り。米食って育った鶏の卵。しっかり混ぜ混ぜして。
これであんが完成ってこと？そう。この辺も具として使う。プレーンとイタリアンとしそ。うん、小さい。こんぐらいじゃね？こんな感じだ。こんな感じだよね。団子製造。これ結構なボリュームだよ、意外と。食べきれない。たらふ。一滴も無駄にしません。いや、もう当然。そうだった。たまに。完成。できたいや、もうちょっとゴミを捨ててチェックアウトしましょう。ー。はい。向川だ。向川。うん向川流。恐竜ラーメン。なんと屋根に雪がないから充電してるわ。素晴らしい。醤油ラーメンなんだ。醤油ラーメン。何が恐竜なんだっていうと、昔の恐竜は今の鳥に進化してるってので、鳥が入ってると、ちゃんとチキンエキスが入ってるんで、これがこの恐竜ラーメンたるゆえんですよ。よし、できた。いい香り。うん、すごいいい香り。普通のインスタントラーメンとはちょっと一線を画してる感じがするね。うん、恐竜ラーメンだし。ただならぬオーラが出てる。湯気だろ。そして昨日のカニ。白。スーパー贅沢ラーメンなんだけど、見て。これも入れる？うん、入れるよ。白い卵って食欲があるなんて。文句を言わない。うまいんだろうけど。できた。恐竜ラーメン。いただきます。うまい。うんうん。おいしい。麺が結構いい感じ。タラバガニ入ってるから、この辺のラーメン屋さんとバトルできるぐらいのいっぱい競合になってるから、競合他社だよ。これ向川町の努力の結果ですよ。カニ向いてあると思う。何でも使えるね。いろいろね。楽。ごちそうさま。早い。固まったね。調査さんからさ、すごい可愛い布巾をもらったんだけど、洗濯して乾燥機までかけたらこう縮んじゃったのね。使ってたら広がってくんじゃないのそれ。別で昼飯食って本別でキャンプしてポステル。隣のやつ。ソフトクリーム食べたいな。天白施設温泉だね。YouTube で混雑情報を配信してて、ここのそれで男湯も女湯もね、余裕ありになってた。銀河の湯アショロ400円は安い。ちょっとぬるかったけどめっちゃ気持ちよかった。なんかね、お肌しっとりする感じじゃなかった。俺この泉質ね結構好きだよ。うん、狭かったけどさ、露天とサウナと水風呂もあって、なんか全部ある感じだったね。露天ね、お一人様用の湯船、家の湯船みたいのが外にあった。そうそうそう。いつもはもっとあったかいらしい。今日はぬるいなって言って
さ。そうてかこっちの人も言ってた。めっちゃ同じ会話しとるやん。今日はぬるすぎてダメだっつってた。チーズケーキ。うまそう。めっちゃうめえ。すごい美味しそうこれ。これね、めっちゃうまいぞ。お、美味しい。濃厚。なんかね、超いい感じのホテルだった。あった新しい。新しい。食いすぎ。めっちゃ長洗濯畳んだんだぜ。あ、そうだね。ありがとう。さあ、周りのセコマだ。これが。あ、店舗もある。鉄道開業15周年。あっちにも駐車場あるんだ。ちゃんとよかった。なんかその左、あそこ。先もなんか車止まってる。先ちょっと見てみる。うん。マコさんのことね。こうなんか道の駅も赤レンガで可愛いって思う。日本一寒い街。マイナス8度だって。マイルドだね。一応あっちも P らしいよ。この奥も。P っていう P。シーズン最低気温マイナス 29.6 度。確かここにジビエとか売ってるんだよね。うわ、でかっ。めっちゃでかい。でかいね。この量で3170。買ってみよう、牛乳。低温で加熱し、しっとりと仕上げることで柔らかく召し上がれます。コンセントあるの。すげえ。え、神じゃん。神。ここに温度計のセンサーを設置。やっぱもう無理だね、外にいるだけで。やっぱ次元ちげえわ、ここ。とんでもねえよ。寒すぎんだけど、もうちょっと外いるだけで手が感覚なくなる。シューマイよね。水道凍る予防しとかないと。あ、本当だ本当だ。忘れ前にこれをこうしとくとチューブから水が落ちる。今外の気温マイナス 7.7 度で、明日の明け方が多分マイナス20度ぐらいまで下がるから、そこをね、このキャラバンと一緒に過ごす。日本一の寒さをシューマイで乗り切る。ゆで卵メーカーなんだけど、ゆで卵を作る用のやつなんだけど、蒸し料理もできる。蒸し料理もできる。水をここにぶち込んで、これを置く。で、よしよし、いいじゃん。これ蓋して、じゃあ10分いくか。いきます。チャリーン。乾杯。そこにセコマがあるからいくらでも調達できる。便利すぎる。めっちゃ蒸されてるやん。だろ？うん、すごい。ちょっと味見する。。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 。
これ陸別シューマイだから。どう？美味しい美味しい。すごいこれ。連日のカニです。そうだよ。オレンジのあれだ。そうだよ。大量に出てきた最後。来るの？イエカニうまい。なんか一日経っても美味しいね。うまい。カニ乾杯。杯。俺この食べ方好きだわ。楽。とっても楽。剥く必要がないじゃんだって。頑張ったんだけどね。なぜならすでに剥いてあるから。こいつさひよこみたいだよね。ちょっと。ああ、そうかもね。うまそう。うまそう。私一個普通に食べていい？次クッキングシートなしでやってみようぜ。クッキングシートと私はあった方がいいの？いただきます。うまっ。これはしそだよ。あ、これしそね。いただきます。熱い？うん。おお。あ、うまっ。めっちゃうまいね。めっちゃうまい。あ、完璧に出来上がってるわこれ。うん。やったね。やった。うまっ。これ一回も出しても置いて次やっといた方がいいか。車中飯でシューマイとか初めて。楽しい。蒸し器があるとやっぱ幅が広がるかも。うん。他にもいろんなことできるよね。できるね。これね、加湿器にもなるよ。あ、本当だね。うん。めっちゃ蒸気出るもんね。も湿度 50%。う、おお、あからさまに増えてんね、湿度。ご飯も炊けた。ちょっとってどんぐらい？あ、そんなもん。来るよ、来るよ。もう、これはもうあと秒読み。こっからが長いんだ。切りに行ったって思ったところからが。こういう時俺息止めて勝負する。どっちが早く終わるか。勝ったー。プレーンの完成です。いいね。蒸し器大活躍じゃん。いいよこれ。ドーンになっちゃってこうでーん、ちょるーん。あ、そいつはやばい。やばいのできた。そいつはやばい。完成。シューマイかっこプレーンカニ丼。もうこれもいっちゃおっか。あ、いいね。カニ&カニ卵丼。プレーンいってみよっかね。おお、断面見して。結構ジューシーに仕上がるんだよな。すごいよね。ごま油だから。ごま油と醤油です、これは。うん、うまい。俺一人の時でもできそう。結構簡単だよね。うん。ほんと混ぜて巻くだけだし。蒸しマスターになるわ。こいつ使い倒したい。うん。蒸しのいいのはさ、まずこれフライパン使わないから洗い物が楽。はいはい。栄養が溶け出さないじゃん。なるほどね。それすごくない？油も使わないし、いいことばっかりだね。私が注目しているイタリアン。うまっ。これはじゃんけんだな。水は？あ、水も入れないか。イタリアン。これは単体でいただこうかな。まずは単体で。お、チーズ。多分熱いからちょっと待とう。多分ね、こうトマトの汁とかが結構やばいと思う。これさ、1個さ、多いけん。じゃんけん。あげる。やったー。腹いっぱいになってきたよ。まだいけるけど。いい、うまそう。いただきます。うん。チーズ。おー、チーズ。うまっ。ちょっとずつ下がってんね。うん。マイナス20度でさ、濡れタオル振り回したい。やってみよう。本当に凍るのか忘れそうな気がするけど、それやるの。忘れそう。やりたい。そろそろいいんじゃない？いただきー。おお、チーズうが。まいね。うん。なるほどね。チーズが伸びる。チーズの塩気でいい感じになってんね。チーズと肉汁が融合してジュワってなった。噛んだらこれうまいじゃん。うまい。もっとハーブ効かせてもよかったかも。食べる前の序列だと、これ一番下だったんだけど、おい。期待度ね、これ一番うめえかも。うん。チーズがいい。チーズがいい。シューマイのレパートリーは無限だねこれ。カレーシューマイとかやりたい。俺ニンニクシューマイやりたい。これの消費電力は360ワットだったかな。まあこれ以外もいろいろ使ってて、
624ワット出てるけど、大容量のバッテリー積んでれば何回も使っても全然余裕だね。まだ 90% 以上ある。これ陸別の1時間天気ね。一番冷えるのが朝の6時7時、マイナス24度の予報が出ております。ちなみに夜の気温だとこれからどんどん下がっていってマイナス13度、7時で11時の時点でマイナス19度に到達します。でもそこからマイナス20度台、日をまたいでからやばいどんどん下がっていって、6時にマイナス24度、こういう感じです。なので僕は明日5時に起きて観測します。デー観タを測員になります、まだまだ行くでー、第4ラウンドぐらいかな。プレーンしそシューマイ丼しようとしてる。しそプレーンシューマイを通過した醤油がご飯に絡まってご飯もうまくなんだよ、これで。なるほどね。シューマイを通過することで油分とか旨味が追加されるから。なるほど。もうこうですよ。やっぱしそがいいわ。1位しそ。いや、1位はイタリアン、私も1位イタリアン。2位はしそ、3位がプレーン。しそをデフォルトにしてもいいぐらい。しそがプレーンになっしそがプレーンにするべき。て、イタリアンがなんかエースみたいな感じになって、プレーンは首。そんな言い方すんな。しそがプレーン。これがプレーン。プレーンの座を。なんと快適さんをいただいた。陸別で素晴らしい。温度が低くてもダメだし乾燥しててもダメなやつだから珍しいんだよ、快適さんっていうのは。稀有ですね。そうなんでかというとやっぱこの蒸し器が加湿器になってるから、これのおかげでこの湿度がねいい感じに保たれてんだよ。ただ匂いがどうなんだろうね、これね。この後純粋なこれ水じゃねえじゃん、水蒸気じゃねえじゃん、シューマイの蒸した水蒸気だからね。まあカニ酒とかやってるぐらいなんで。まあでもそうだよね、カニ酒やって全然大丈夫だから大丈夫かもね。ちなみにこの内装は全てヒノキなんで、消臭効果みたいなのはねもう長年やっててね実証済みだから多分大丈夫だと思う。イタリアだよ。最終ラウンド。俺今ね9割お腹いっぱいだよ。これ完全にダメ押しだよこれ、これ食べたらもう完全にもうお腹いっぱいです。これ白ぬかのチーズ工房のチーズやからね。チーズ工房最高。今年も俺北海道来るんだけど、鮭釣りに、その時も絶対このチーズ工房のソフトクリーム食べるわ。ちょっと暑いから開けよっか。10分かける5ラウンドやって、88% 残ってます。前北海道に行った時のコメントとかでビバイの焼き鳥ぜひ食べてって結構来たから、今回はそこ行って食いたいんだよね、ビバイの焼き鳥。なんかさ、その三笠の道の駅のね、揚げ納豆超美味しそう。揚げ納豆もう食べたいものいっぱいあるよ。トリトンとかトリトン、三好野もちょっと気になってる。三好野ってさどこでもあるんじゃねえの。あでも見ないね、札幌にいっぱい見たけどね。いらっしゃい。愛知系の方切りこれは直接洗えなくって拭き取るしかないっていうね。マイナス11度、中は22度。マイナス15度、どんどん下がってる。これでもかというぐらい用意されてる。
滑り止め砂が。ね、なんか異変が起き始めてるんだけど、窓がなんか凍りついてる。真っ白になってる。あれしよう。あれとは蛇口下ろしといて。あ、そうだそうだ。水抜き。これをこうね。俺今暑いんだけど。今からファイナルトイレに向かってみます。ああ、めっちゃ明るいね。街灯がいっぱいあって。なんかさ、こんだけ寒いとさ、前もそうだったけど、息吸った時にちょっと吸いづらくない？あ、私顔を守ってるから。ああ、ネックウォーマーで。お、マイナス17度になった。もうマイナス20度時間の問題。日をまたぐ頃にはマイナス20度になると思う。赤観測所はもうマイナス20度に行きそうだね。トイレありがとうございます。一級こういう形式のおトイレ。今日ヒーターどうする？切って寝る？前回はつけっぱで寝た。ちょっと厚着すればいけそうな気がしない？するよね。これでも明日の朝までやったら5センチ減るからほぼ空になるね。消そうか。なんか灯油もったいねえし。よし、21.4 度。クールダウンが一瞬で終わった。ペットボトルをここと、普通にここに置いとこう。もう一個は運転席に置いとこう。給水タンクからのチューブ、これで水抜きをしてあります。てか消して寝たらさ、タンクの水も凍りそうだね。ウルトラライトダウンを着て寝袋に入る。で、車の鍵を閉めた。頭逆じゃね？頭逆。やったね。携帯が近づいた。携帯はポタ電がゼロになっちゃったから、サブバッテリーのシガソケから充電してる。ああ、オッケー。トイレ行きたいね。なぜか2人同時にトイレ行きたくなった。なぜか2人同時。寒さはど全然あったかいよ。う？俺もさ、普通に寝れそうなんだけど、このまま。布団はめっちゃあったかい。つけていい？こっち。あれ、その状態に寝てた？出るとさすがに寒いね。トイレ行く？頑張って。ポータブルトイレって言ってもあるけど。ああ、確かに。準備してる間にやばいかもね。タニタ脂肪。実は外マイナス20度超えてる。中は今ここマイナス 7.7 度です。やべえ。寒い。寒い。うわ。もうマイナス23度出た。寒い。あったけー。あったけー。赤観測所マイナス 27.7 現在。寒い。やっぱヒーターつける？これ。あ、凍ったね。シャーベットになったね。バッテリーモニターのさ、これ液晶がおかしくなってる。これは正常。あ、なんかおかしい。なんかこれ表示おかしいわ。温まってないのに全部温まってることになってんだけど、これ。自分の膀胱がおかしい気がする。
あおしっこしたのになんかおしっこしたような気分。それは老人みたいなあ、ロックは動く。すごいバッテリーがちゃんとしてる。まだお、液晶の表示が戻った。正常に。寒いだって車内で息白いもん陸別牛乳飲んでみよう。陸別に乾杯。おお、ほんのりまろやか。マイナス24度になった。あ、出たがっつり濡らそうぜ。さっきね、温度計の前でねタオル回してる人いたから、それで思い出した。忘れてた。やろうって思って。陸別でやりたかったことチャレンジ。これを濡れタオルを回す本当に凍るか。ぶん回す。ここでやるよ。はい、お願いします。寒っ。え？あ、凍ってる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 。マジ？結構すぐ凍るんだね。凍ってる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 。見して見して。あ、うわ、カッチカチだよ。カッチカチになった。カッチカチ。やばい。何これ。もうちょっと回して。いや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 。回してみるから。あ、全部凍らせる。息がもう真っ白やん。凍った？すげえ。本当になるんだね。バキバキになった。パリパリ。これ面白いね。面白い。実際やってみて。うん。運転席に置いてた水はシャーベット状になってる。車内ヒーター入れてんのにね、こっち側は多分氷点下のままなんだろうね。このねカーテンがすごくいい仕事してるよね。あ、そういうこと。北海道旅用にね、ワークマンのねヒートテックの進化版みたいな。これすごいよね。ヒートテックのダウン版みたいな。これこそね昨日履くべきだったね。あ、そうだよ。なんで昨日これ履かなかったんだよっていう。本当だよ。まああとスキーしようと思ってゴーグル買ったんだけどまだ未開封です。お、なんか良さそうな。超高かった。ダウンクロスシールドパンツ。それ1900円なんだ。1900円。税抜きで？税込み。税込みで。うんやばいな、安い。もうねワークマンすごい本価当に。格がバグってんだけど。これだけで履くんじゃなくてインナーとして履くみたいな感じのイメージだよね。インナーかと思ってる。ポケットついてんだけど。ポケットつい、いやでもこれインナーでしょ、この見た目これ的に。インナーだよね。この上にスキーのパンツ履けば最強だけど、あ、まあ一旦これでまあ出すのめんどいから。防寒コーデ。ユニクロ。なるほど。これはワーク。おー、コラボってるね。去年までは全ユニクロだったけど、うんうん。もう半分ワークマンだね。これからはもうほぼワークマンかもね。
マイナス13度ぐらいまで上がっております。エンジンをかけてみます。おお、余裕じゃん。帰り。落書きしてるし。へへ。出発前にね、これをドアの金具の部分に全部塗っといたんだ。拭いておいた。これ効いてるわ。大事な冬準備です。じゃあ北見のトリトンで。うん。よし。北見のトリトン。ついにトリトン食べれる。こっち全然。素晴らしい経験をできました。はい。去年やり損ねた氷タオルだから。うん。去年も土曜か日曜にトリトン行ったんだよね。そう。オープンと同時ぐらいに着いたら、もうギリ入れたけど、もう一瞬で満席になって、トロサーモン売り切れ。あ、うん炙りサーモン。炙りサーモンかな。なので、今回は30分前に着くように行く。うん。だね。木が全くないね。まあ、融雪剤ばらまいてんだろうけど。まだ誰もおらん。一番乗りじゃね？うん。一番乗りトリトン。お、のれんがかかって。おはようございます。あ、待ちます。はい。そりゃ気合い入れてきたでしょ。30分前なのに誰もいないのこれ。待ってる間に凍えちゃうっていう可能性も。今んとこ独壇場だよ。俺らの。向かいのとんかつ屋さんも系列店だよ。同じ旗が乗ってるもん。15分前になってもう1台入ってきた。おお。運ばれてきた寿司ネタが。外で待ってんの俺らだけだね。みんな車の中で待ってる。58分。大行列になる。最先端。私。お待たせいたしました。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。今日はリミッター外そうか。なんか押して商品一覧で写真一覧とこの写真があるんだけど、この写真が一番見やすい。このオリジナル湯飲みがね、この湯飲み欲しいわ。トリトンのサブを買おう、なんで？知らん。はい。生タッチ。これ味付いてる。はい。おー、きれい。わさび肉です。うまっ。エビ。おー。エビうまっ。うめえ。うんまっ。今日はね、ヤリイカが人気っぽい。わさび肉です。頼んだっけ？頼んだ。甘汁やばい。ヤリイカうまい。後ろに大行列できてる。あー、うめえこれ。あら汁うめえ。生ホッキー。すべてうまい。うわー。来た。これトロサーモンと塩粒あい。やばい。お肉なくなってるし。ちょっと甘めの味噌。あ、これ味付いてんの？コリコリや。やばいやばいやばい。炙りトロ飯。これは。めっちゃ美味しかった記憶があるの。うん。身があったけ。卵と納豆とか最高すぎるよ。うずらかも。小さいね。うん。なんかエビがいっぱい入ってた。
美味しそう。噂の杏仁豆腐。うん。あ、なんか手作り感がある。俺杏仁豆腐。何？なんか弾力がすごかった。もちもち？ああ、なるほどね。もうなんかほんともちもち。めっちゃうまいかも。ほら、プルンプルン。反発する。うん。めっちゃうめえよ。ああ、美味しいね。濃厚な感じ。 5000円いかなかったよ。うん。この前より安いんじゃない？そうだね。前5000円超えたよね。13個頼んだ。最高だった。全部うまかった。ごちそうさま。やっぱ異次元だったね。マジで美味しい。回転寿司のクオリティじゃない。ゴミ袋ね。ゴミ袋。なんかある？ダイソーにこんなんいい感じのスコップあるんだ。おばあちゃんの知恵袋、四字熟語。ネットで話題のバズりアイテム。湯たんぽすげえな。あ、キャンプ用品がちょっとだけある。あ、発見。SS にしよう。これもご当地だよね。北海道だね。うん。あ、そう、そしてこのニコットってやつもなんか北の方に多い。北海道だ。うん。日本ハムファイターズとコラボってる。黒松内の水。水族館があるんですね。うん。でなんかあれがなんかでっかい機械ドット系。あんな奥まであるんだ。からくり王国。サラッサラ。と無料 Wi-Fi がある。30分までなんですね。なんかさ、大きな鳩時計とかいうやつね、今時期やってないらしい。4泊してもうほぼカラッカラになった。灯油タンクの下が凍ってんだけどね。凍ってるね。旅の終わりまで給油しないでいいように。うん、結構しっかり入れよう。入れよう。こんぐらいでいっか。今もう何もしなかったらここ10度切ってるから。うんうん。ここの魅力はめっちゃ安い。400円。俺でもその海子が去年行ったところに行きたいな。小別つるつる温泉。ここはね、めっちゃいいよ。しかもここの小別つるつる温泉の方は、飲めるやつがあるから。オンネ別だっけ？オンネ湯。オンネ湯に乾杯。ルシベリベシベだよ。いや、なんか絶対違う。いや、マジでリベシベ。ルベシベか。ルベシベだよ。ルベシベ。午後のティータイムね。びっくりしたのがね、これは無添加じゃなかった。これは無添加だ。チーズケーキ。これはレアチーズケーキなんだけど、これはちょっと香料とか、リン酸とか、計算とかいろいろ入っちゃってるけど。なんてものを入れてくれた。こっちはすごい。香料ってさ、いらないよね。着色料もいらん。やめてほしいよ。ハサミイコール、ハネバサミ。無添加の方からいこう。うまい。これめっちゃうまい。一口。時間経って汁出ちゃったけど。対等の汁ですかね。うん、おいしい。これはちょっと香料とか入ってる。多分ベースは一緒だと思う。こっちもめっちゃ濃厚な感じだ。そういえば後ろの冷蔵庫は空っぽか。空っぽでついてんのは無駄でしかないから。ダオヨのよ。うん。リュウヨ。ドン。お仕事終了。ワンラ。フリータイムってことは。ピーチュー。ピーチュー。バイバイコーヒー。ハロービール。乾杯。やっぱ仕事後のビールは最高ですね。ねえねえねえ、ちょっと違う話なんだけどさ、朝の方が狐は活発らしいぞ。じゃあやっぱ朝行こう。ここに狐王国ってのがあるんだっけ？狐牧場。北狐牧場。北狐とタヌキが放し飼いしてありますって書いて。シュールな光景が思い浮かぶけど、昨日の鶴と白鳥のコラボみたいな感じで。なんかタヌキがぐだってる写真が載ってる。
あ最高。眩しい。北海道いる間に1回ぐらいスキーしたいな。それはしないとなんかもったいないね。釣りとスキーとサーフィンの道具持ってきて、まだ何もやってないもん。あれそうだっけ？あ、でもキャンプはやった。北海道にスキー板持ってきてスキーしないやつなかなかいないと思うよ。綺麗だな。さっきね、ニセコのライブ映像見たけど、中山峠、あそこも路面むき出しだったもん。あのエリアですら。すら。塩別つるつる温泉。宿もあるんだ。ね。600円。すごい綺麗な施設だね。もう心ゆくまで。バイバイ。おー、いいね。最高でした。海子から聞いてた通り、蛇口から温泉が出て硫黄の匂いがして、シャワーで体洗うだけでもうツルッツルになる。飲む場所があって飲んだらなんか普通に美味しかった。ほんのり温泉っぽい味がするけど飲みやすいお湯だった。なんか凍ってきたんだけど、これもしかしてできる？ここでもなった。普通にパキパキタオル。ただーいまー。最高でしょ、ここ。最高だった。でしょ。あ、マジで蛇口から温泉出てきてた。でしょ、うん、あれ匂いとなんか感触でわかるよね。わかる。私がおすすめしてた理由わかった？うん、わかった。温泉飲んだ？あれでハイボール作って出してるらしい、宿で。キャラバン絶好調だよ、北海道で。あ、氷気味だね。2で一旦外気でこれでいいか。そこに頭から突っ込むのいいと思う。さっきの場所、なんとここも超絶極寒だった。体感でマイナス10は軽く超えてる。今これ温度計設置したんで、これで測ってみます。ここ陸別に匹敵するかもしれん。マジ？うん、確かに現時点で今設置したばっかだけどマイナス13度とかになってる。外もうここ凍っちゃってさ、シェードがつけらんなくなっちゃった終わった。ヒーターを強める。やばいマイナス 16.2 度嘘、何これ。降下していってるの何？昨日の陸別今頃マイナス10度いかないぐらいだって。マジで？陸別を更新しちゃってるの。何これ俺の体感間違ってなかったわ、ゲロサミーはここどこまで行くんやこれ今日はね、挑戦したいレシピがあるんだよ。今日もみじん切ってる。もうね、初めてやるから失敗のリスクがあるんだけど、成功したらすごく美味しい。リスクを追ってこう。昨日ゲットした鹿肉ロース。これキャラだよね。しばれるくん。しばれるくん。しばれるくんとつららちゃんなんだよ。暴れるくんみたいだ。ゆっくり火を通していこうかなと思ってるわけです。ミックスハーブ、バターでいい香りだね。うまっ。生々しいね。丸ごとだ。色づいてるね。表面だけ今。全部の面を。そうそうそう。でこれを一旦出します。でこの中で休ませといて、このね
バターと鹿の汁が溶け込んだところにさっき切った玉ねぎが入りますと、下のエキスをこそげ取るように。それ何ソース？違うんだよ。めっちゃぶち当たってる湯気が。横にここで米が登場する。なるほど。ここにこれ米はね洗わないで入れる。日本のお米ってすごい粘りが出やすいから洗うと粘りがこう出やすくなってしまうんだよね。米が透き通ってきたところで本当はお湯を入れるべきなんだけど、こちらさんを鎮座してもらってお願いします。うまくいってください。お願いします。これで火が通っていれば良いということなこので、れね、ジオクラフトの性能でやってくれてると思う。ジオプロダクト。ジオプロダクトの。おお、通ってる通ってる。むしろ通しすぎたかなぐらいの。いや、ちょうどいいんじゃない？これちょうど良さそうだよね。うん。若干中が赤い気がする。改めまして、バーン。おー、すげえ。一旦これでね、いいじゃない。一旦これでね、このハードチーズを小樽和商市場で買った白ぬかチーズ工房のチーズ。あ、盛りまくろうぜ。もう香りが鹿が見えなくなりそうです。ただいまの気温マイナス 17.7 度。美味しそう。いただきます。じゃあリゾット。ちょっとねお肉が硬いかもしれないんだよね。ちょっと肉が硬いよ噛めね。ない。やっぱ残念なのがお肉がちょっとね柔らかく仕上げることができなかった。本当はもうちょっと、もうちょっと美味しく仕上げることができたはずなのにもう超悔しいです。肉はちょっと硬いけど、トータルでうめえよこれ。やっぱ料理もリスクがあるからね、いろんな結果がありますよ。そりゃマイナス 18.2 度になった。最初鹿食べた時も俺そういう印象だったよ。結構硬くて食べにくいなっていう。それを上手に料理できたら多分最高なんだ。完食。ヒーター入れてても局所的に冷えるからさ、スライドドアの横と交換しとこう。普通にあったかそう。これすごいよ。裏肝だ。ちょっとゴワゴワしてんだ。これ履いた瞬間あったけえもんこの辺が。でプレミコも買うべきだよ、ワークマン。冷気の付け入る隙がボンゴに比べて多いから入ってくる。棚の隙間とかさ、20度弱あるんだけど、これ部分的にめっちゃ寒いの。マイナス19度になった。これ20いくね今日も、もしかして。ちなみにここの車内温度はここ1度しかないんだ。ここの部分だと、今ここ置いてたからあれだけど、多分じゃあ20度弱ぐらいあるんだな。四捨五入したらマイナス20度。すげえ。陸別以外でマイナス20度超えは初めて。いやだって冷気すごいもん。ね、いやマジで急いで行きたくね。寝る前ラストトイレ。もう意を決して外へ。一級トイレ。ヒグマ警報、ヒグマ注意報。あれ？GoPro がついてる。あれ？待って待って。ここに置いたらそっちに行く。床に置いたら、こっち頭にした方がやりやすい。朝ヒーターをつけやすい。
寝袋の上にさらに寝袋を広げてかけるとこれクッションみたいになるの。これ中にただ入れ込んでるだけで。寝袋なんですよ。そうそのやり方俺全く見当もつかないわ。なんかね、慣れるまでちょっと難しい。よくわかるね。ちょっと難しい。手こずってました。何度も。はい。それさ、横にした方がぐるっと巻けるからいいんじゃね？ここがいいの？うん。だって横から冷えるじゃん。こういうこと？あ、そうそう。どう？オッケー、じゃあこれにしてみよう。もう寝る？寝る。じゃあヒーター切るね。はーい。おー、いいなこれ。19.9 度。あったか。マイナスね。マイナス 19.9 マイナスだ。 19.9。部屋の中の温度の話してるかと思った。いや、中は 14.5 度。あったかい。ヒーター入れてたのになんかこの辺ひんやりするもんな。うん。あ、でもね、このね、寝袋の中入ったらもう全然平気だよ。おはよう。なんと。ここマイナス 7.2 度だ。ここの部分。アートさん車中泊してたんですよ。あ、景色がいいね。やばい、手が終わる。ヒーターを最強にしよう。最強にするべきだ。最もう限界マックスまで上げる。何？ここに氷ついてる。おお。いや、氷ついてるんですけど。なんだこれ。あ、結露が凍ったんだここの。そう。おお。ここれ初めて見たらこんな。やばい。真っ白。あら。真っ白ですよ。もうコンプリート凍結してる。やばすぎる。ちょっとそれチェックしよこう下げてた。う。うんうん。やってみて。出えへん。あー、出なくなってるね。給水タンクの中がガチガチに凍ってる。やばい。マジか。チューブの水抜きはしたんだけど、こっちがそれどころじゃないわ。うん。あ、もうバッキバキ、完全な氷。冷凍庫だったね。う逆にこれ飲み水なくなったん。ない。で、ここに置いとこうか。そっちにも1個あるよね。それはどう？あ、これも。そこに置いてて。これも凍ってる。お酒は凍らないんだ。うんマイナス、多分マイナス10度ぐらいいったかな、車内。あ、3.9 3度に上がった。やったやった。だって昨日の陸別ですら給水タンクは凍らなかったじゃん。多分ここ陸別以上だよ。だってこの温度計がマイナス22度超えてたもん、さっき。陸別の時はこの温度計マイナス20度ぐらいだったじゃん。だって体感も寒いもん、俺陸別の時より。これ大小の拭けるやつなんだけど、これバキバキになってるよ。氷やん。化粧水は凍ってない。さすが冷蔵庫の中は凍ってないよ。乾燥してるからね、水分補給しないと。乾杯。後味がいい。ちょっとまたそれ設計が良くないの。なんか当たっちゃう。この旅で2度目です。このスイッチぶち切る。俺の秘密兵器がない。あった。これも切るわ。もうこれ以上ない防寒になった。やったやん。サブバッテリーがさ、このモニターだと 81% あるんだけどさ、アプリで見るとあれ63% だわ。なんかさ、昨日はもっと差なかったよね。こっちを常にチェックしとかないとな。こっちがあっちは目安で。バッテリーの温度マイナス 4.7 度だ。やばい。あそこ。このやばい。冷蔵庫の裏側にバッテリーを置いてんだけど、
パーフェクトフローズン。今日は一気に黒松内を目指すんで早めに出る。ピザ食べに行くから。これ美味しいんだよね。ヒーティングモードステータス変わんないぞ。水が溶けたね。こっちはまだ全然。じゃあもうカッチガチだったからね。溶けてきた。じゃあ上川まで行って給油してそこから高速だね。初めてキャラバンで北海道来たの3年前ぐらいの時に、ここでスタックしました。そう、それで動画には入れてないんだけど、もうちょっと必死すぎて動画撮る余裕とかなくて、動画に入れてないんだけどスタックしちゃって、でちょうどそこに自衛隊さんがいらっしゃって助けてくれたの。いやマジでありがとうございます。本当に頭上がらん。道の駅側の入り口はすげえ細くて、そこで溝があって。そう。あの辺ね。ね、見て焼き鳥のキッチンカーがすごく美味しいらしいんだよ。このキッチンカーね。これ買おう。引き続きね、充電されてねえよ。音沙汰なし。もう終わったな。ちょっと充電系。ヒーターは使いつつ、料理を IH 使わないようにしよう。節電。全然違うと思う。最悪も残りのバッテリーで残量で乗り切るしかないよ。超滑んねここ。キャラバンが、超汚れてる、ね、この入り口がもう車1台ギリギリ入れるぐらいの入り口で、そこからすげえ細い雪の壁で通路があって、この辺でうわ焼き鳥裏でこんな焼いてるんだ。楽一楽座だって。ガラーンとしてんね。観光案内。この道の駅もちょっと車中泊場所の候補地だったけどね。温泉がついてるからね。だるまやラーメンよくない？豚骨に高圧力かけることによって抽出されたゼラチン質。いいじゃん。泥ラーメンにし。泥ラーメンなるもの。まずスープを。うめえ。ちょっとぶち込みすぎだから。すいません。スープをまず飲んで、香ばしい醤油と豚骨の感じがいいね。高圧をかけたとかいう話。お、めっちゃ大盛り。でかくない？思いのほかいかせに来た。なる。いただきます。スーパー節約しながら。基本は。空知周知館。ミカサだって。ミカサじゃねえんだ。ありがとうございます。10円のお買い。やばい、寒すぎる。念願の焼き鳥をゲットした。やばーい、うまそう。うまっ。冷えたら美味しくないだろ。これ豚？冷えても美味しい。それだよ。冷えても美味しいって書いてあったコメントには。あ、うまい。塩の味が強いね。玉ねぎが入ってるわ。そう、その玉ねぎがね挟んであってすごい美味しい。ネギマのネギが玉ねぎ。相当充電しちゃう。頑張ってくれ。もっと頑張ってくれ。スケートリンク状態。明日の朝ピザ行こう。金に物を言わせてこうで。小樽の方回っていくか。銭箱。銭箱だよ。すごくね。いい締め。終点だ。
白い道に入っなんか北海道っぽい道だね急に。た。トラックとのすれ違い、これ極めて困難じゃん。見て、今ヒーティング機能がオンになってあ、しかも増えてない ?73%。増えてる。さっき60。充電してる。よかった。イエーイ。やったー、マジでよかった。多分ね、温度が低すぎると、うん。まず充電器が動かないんだよね。バッテリー云々以前に、そ充電器が動かなくて、そのヒーティング機能云々とかいうう。関係ない。関係なしに。で今ここに来てやっとヒーティング機能が動き出して、充電器が動いて、で、バッテリーそが動いた。う。おー、動き出した。セコマの食材で今日夕飯作るか。そう、ちょっと思いついた。結構セコマって食品が充実しとるんよ。うんだから多分ここにある食材だけで夕飯作れるんじゃないかなと思って。北海道産ホタテ。北海道産ホタテ。すげえ。すごくない？味付きジンギスカンとかもあった。黒松内に入ったブナの森。お風呂。お久しぶりです。あそこ止まってる。結構いる。陸別とかより気温が高いから雪のキュッキュッ感がないね。あんまり顔が痛くない。ふわふわの雪だ。黒松内温泉ブナの森。お、広島カープ3位指名、この人がすごいね。1人600円でユカタンこれうまかったから。じゃあまた別にゆっくりでもいいのか。お、水出た。まだ凍ってる。あ、ねえねえ、さ、ヒノキ風呂みたいなのあったろ。いや、ない。違うのかな、あれで。男女で。男女で違うのかなんか入れ替わりなのかなと思って、前回とちょっと違う気がしたんだよね。俺が見逃してる可能性がある。完全な雪道は久しぶりだ。もう久しぶり。これだ。これだー。懐かしい。来た来た来た。あー、街灯らへんにしよう。うわ、めっちゃいい匂い。これいっとこっか。閉店間際にゲットした。素晴らしい。ああ、嬉しい。安心してヒーターを使えるよ。あ、そうだ。バッテリーチェックしよう。おてつさんからもらった。超便利そう。超便利ドライバー。ほら。これで磁石でくっ
ついてくれる。これに温度センサーがついてるよ、これ。ほら。この温度センサーのせいで。これ温度センサーのはずよ。多分この温度センサーをね、コントローラーにつけちゃってたからね、今日しばらく動かなかったんだよ、これが。もう外した。なんだよ、これのせいでさ、せっかく寒いところいたのに、チェックできなかったじゃん。なんだよ、氷点下のところでさ、あれやりたかったよ。ヒート機能のチェックさ。よく見せてほしかった。うん。ああ、もったいないことしたな、本当に。センサーも外して、ここの蓋閉める。来た。これで成長に動くんだよ。お願いします。まあ明日も結構寒くはなりそうだよね。なんか最低限の工具類とかをここに入れてます。棚に入れてやる。リチウムバッテリーの場合、BMS で温度保証を行うため温度センサーを接続しないでくださいって書いてあるわ。もうしないでっていう。うん、そうなんだよ。接続した場合、充電器が正しく動作しない恐れがあります。正しく動作しなかった。これのせいだと思うんだよな。昨日より10度以上あったかいよ。すごいね。多分ね、水補充しなくても大丈夫だわ、今回。なんかすごいうまく節約してる。後ろに20リットル予備積んであるから、それをこの給水タンクに移せばもう大丈夫だと思う。今日はこれでいくわ。これをこれで割って。結構美味しい焼酎だったかも。まずはストレート。飲みやすい。日本酒みたいな。米焼酎だよね、これね。黒松内のもち米だ。そう。これが黒松内の水だから、その辺のスーパーに売ってるんだ。ちょろっと薄めて。めっちゃいい匂い。サーフィンもしない、スキーもしない、釣りもしない、キャンプは1回だけやった。こんなに趣味道具いっぱい持ってきてる、ほとんどやんないっていうのどうかしてるよね。白老のポイントとか室蘭のポイントとか結構調べてたんだけどさ、マイナス6度とか書いてあったよ。寒いんだよね。いざそのさ場所に行って車中泊してもさ、寒くてやらない可能性高いよなって思って、俺もこのポタデンのさ定位置ここでいいと思ってきちゃった。走りながら充電するようにすれば、サブバッテリーから充電するのに比べてさ負担がかかんないからさ、しかもここそもそもさいつも何も置いてないからさ、ここでいいし、携帯とか充電するのも別にここで挿してさ使えばいいじゃん。秘宝なんですけど、明日の函館は暴風らしいです。なんでこんな時に限ってそんな荒れるの？まあそもそも明日函館行くかどうかもちょっと海子的には悩ましい。ルートちょっとなんかルートがね、帰る日がもう25日って決まってるから。そうで行きたいところがいっぱいあるから、でも函館は結構ラッキーピエロにさ、ラッキーピエロはしごしたいっていうの。セコマの北海道産ホタティ。セコマだからね、コンビニで無添加食材がゲットできる時代です。セコマ大好き。一撃で酔っ払ったわ。配分間違えてる。なんか北海道ミルクの紅茶ってのがあって、おって思ったんだけど、なんか砂糖入っててさ、わーっと入れて贅沢。うまくついてくれればいいんだが、お願いします。頑張れ。セコマホタテのホワイトシチューです。スーパーカニ丼とスーパーシチュー、チーズマシマシの。チーズ。これは釧路のタラバガニ。カーニー。カニうまっ。全然まだ美味しいままだよ。むしろこれ今が旬かもしれん。これがセコマのホタテな。ホタテうまい。うまい。うめえこれ。おお。なんか俺これさ、濃いビールかと思ってイメージしてたけど全然飲みやすいわ。めっちゃ米進むんだけど。なんかさ、カニってさ、ご飯と合うね。合うね。これ一番うめえかも。カニの3日目にして米が進みまくるので。シチューも美味しいけどね。シチューもうまいよ。綺麗。
今日めっちゃあったかい。マイナス1度。めっちゃ積もってね。もっさもさこんなんだよ。うん。ヒーターの排気口をちょっとチェックした方がいいレベルだね。ブーツ取ろうか。うん。今日の傾斜は奥が頭。後ろ頭。めっちゃ積もってる。すでに除雪してくださっている。めっちゃツルツルすぎてこけた。いってヒーターは大丈夫そう。排気管は。季節限定。季節限定のダンケシェンお好みの S のチーズ増量1枚。マルゲリータの S のチーズ増量決定。この椅子とかもさ、もうこだわってそうな感じやもんね。ありがとうございます。これがマルゲリータで、これがダダンンケシケシェェン。似てる似てるっていうのをこの前も言った記憶がもうさ、生地分厚いよね。そう。ダンケシェンの方はコーンとかさ、アスパラとかも入ってるんだよね。これがうまい。で、こっちは本当にシンプルなマルゲリータ。生地にね、全粒粉が使ってあるんだよ。なんかこう見ると見えるね、粒が。去年思い出す。去年もまさにさ、最後の1個。ラストダンケシェン。めっちゃうまいね、やっぱこれ。
サクサクなんです、外側が。ここはサクサクでここはもちもち。でチーズ爆盛りね。それオプションだけど。大満足です。ごちそうさま。感謝の意を込めて。パン欲しいけど、おやつ用にゲットしとく。すごいよ。トラックに積んでいくんだよ。雪が次のトラックがまた来来て。て、すごいすごいね。あれ。連携がすごい。どっちも動いてんの、これ至難の技じゃね？至難の技。ラン越かと思ってた、ずっと。うん。いきまーす。いけるかな。おお、いけた。いいでしょ。完璧な除雪。除雪がすごすぎて昨日より雪がない。昨日真っ白でさ、雪道だったのにさ、完璧すぎんだけど、これ北海道の除雪能力はもうずば抜けまくってるわ。ああ、すごい。今日はなんとはい。ニセコに行きます。ニセコについにだよ、ついに。北海道スキー三昧やってやるわ。すごい。すごい。街が見えた。A マートがこれ。A マートに入れてたんだ。じゃあ A マートに行ってみよう。これパチンコ屋っぽくない？納豆の種類やばくない？うん、すごい。ニスニセコとか。もつ鍋いいじゃん。うん、もつ鍋よくない？メラカヒラうどん、これにしました。倉島牛乳見たことないわ。余市の牛乳だ。水まあ予備あるから組めなくても多分持つけど、組めるなら組みたいね。あれアンヌプリじゃね？アンヌプリだな。明日アンヌプリですけど、欧米化してるからさ。してる。価格が怖いよね。価格が欧米化してる。あ、これだ。無理。全然無理。完全にここに本当はここに湧き水があるんだけど、もう今は跡形もないね。すごっ。営業中。硫黄の匂いがすごい。やっば。期待度マックスだわ。やっぱニセコはね、欧米化してるね、完全に。してますね。通りすがる車、半分以上外国人の人だ。交流促進センター雪秩父。温泉温度が低下しています。じゃあまた。俺以外全員外国人だった。俺一人外国人10人ぐらい。海外旅行に来た気分。温泉はゴリゴリの硫黄泉だった。キャットっていうキャタピラで山登ってスキーをするっていうのサービスやってるらしい。今日はここで寝てみよう。なんか雪壁が大変なことになってるよね。結構広い。雪の。これは神尾トイレですか？うわ、神尾トイレだ。超あったけえ。なんとお湯。冬季除雪作業のため許可なく夜間および
午前8時までの駐車はご遠慮願います。何？キャタピラーの乗り物に乗って上に登って滑ってくる。すげえ。移動します。移動ですね。ニセコ大橋っていうところまで行ってみる。馬が見えるね。一旦入ってみようか。高い。黒松さん。うまっ。黒松内の味がする。特別牛乳飲み落ちた。要はそうだ、牛乳めっちゃ飲んでお腹壊さんよね。体勢バッチリ。体が牛乳を好き。3.7 という数字はこれは何を示しているんだ。死亡率じゃねえか。牛乳とパンって合うよ。めっちゃつきまくってるけど。北海道産大豆豊正里 100%。 柔らかめの木綿だね。蕎麦屋さんも使っています。大変美味しい出汁です。これどこで買ったの？それ沼田のベイシチャイが自動餌やり機から餌食ってる。ア。やっとこの瞬間を見れた。今までずっとさ、忘れてて。餌の時間にさこれ見れてなくてさ、俺らも餌の時間だな。それさ、かわいい。お申し訳ございません。いいね。いや、いいお酒料理に使うのいいことだと思うんだけど俺。間違いなくうまいからね。醤油と少々。ニセコでもつ鍋。ニセコでもつ鍋もう全部入れちゃおう。めっちゃいい匂いする。最高にいい匂いが今してるよね。もやしたっぷりがいい。ニンニクをね、もつ鍋っぽいやつ。もつ鍋っぽいよね。サブバッテリーの心配がなくなったからもうガンガン IH 使っている。1対1ぐらいで割ってる？ニセコに乾杯。できた。いいね。風味をね。このおかげで湿度も 50% でございます。素晴らしい。まずは汁から。うん。俺が自分でやったよりうまいんだけど。ありがとう。歯が痛い。歯茎が痛い。これはいかんな。カツオのテンションが爆下がりしたと思ったら。前々からたまに痛くなってたんだけどさ。豆腐全部あげるね。もつは私がいただく。もつを噛むのが怖い。もつちょっと歯ごたえがあるからね。豆腐をどうぞ。豆腐担当になります。ありがとうございます。タツオ用うどん。ミコは食べないのに。タツオ用うどんできた。なんかタツオのテンションがね下がりすぎてね。やばい。やっぱ麺だね。ごちそうさまです。最後うどんに救われたわ。ゼロナンバーなんて初めて見たわ。
この水道のポンプ使って入れればいいんじゃない？こうしてこれでこの予備タンクから給水タンクに移す。なんか木の枝みたいのが入ってる。多分このタンクの中にいろいろ混ざっちゃってたんだろうね。ほぼほぼ満タンに近くなったぞ。ブラボー。ニセコに乾杯。かー。換気しないとね。じゃーん。おやすみ。おやすみなさい。朝起きたらここでコンタクト入れる。海子のモーニングルーティーン。全然パウダーじゃないわ。硬いしすぐ溶ける。びしゃびしゃなんだ。積もってるのはもうびっちゃびちゃ。快適になった。もしかしてそのスチーム効果ですかね。加湿されてる。完熟もできた。これ綺麗に殻むけるかな。これをオンにしたらちょっと照明が暗くなる。49%。おお、ちょっと下がってますな。90アンペア消費してる。2400ワットだ。結構いってますよこれ。ヒーターつけてるってのもあるけど、バッテリーは7度あるね。うんうん。柔らかめに熟してる。パンは若干冷めてる。沸騰した。うわー、めっちゃ結露。利尻ラーメン気になってて。利尻ラーメンミラククッチャン店は到着時にまだ開いていない可能性があります。大丈夫です。利尻遠いやんここからは。クッチャンに店舗があるので行ってみましょう。本店は利尻にあるのかな。そう島ん中、利尻の。すげえな。道路がびしゃびしゃだね。気温高いんだよ。なるほど。めっちゃってるもん。水。あれニセコのスキー場っぽいな。あ、怖い。この辺がニセコの一番栄えてるらへんだろう。なるほど、メインストリート的な。人が多い。そしてみんな海外からの方です。ここは海外です。ああ、インド料理屋とかね。うわ、すげえ人。何これ。めっちゃ人が。ニセココンビニ。なんかさ、海外から日本に来てさ、日本人いないっていうのなんかあれって思うかもね。海外から来た人にとっては。日本に来たのに日本人がいねみたいな。すげえな。さっきのアンヌプリガーと全然違う。全然違う。活気がある。すごい活気。ローソンとかも満車だもん。車。ほぼほぼ外国人。多分働いてる日本人がいるとしたら働いてる人みたいな。それかスキージャン、雪山ジャンキーか。なるほど。でも多分ここ価格が欧米化してるから日本人が来るメリットがあんまないのかもしれんな。でもさっきの屋台とか値段見えなかったけど、
超高いから。あ価格がもう低下してるエリア。ツイッターで見たんだと、屋台のそばが1杯3500円とか。ありえないよね。でも昨日行ったところだとさ、あの温泉に食堂あったけど、あの温泉の食堂はさ、そばとか800円とか900円だったから。ニセコでもこっち側のエリアがぶっ飛んでるのかもね。かもね。うわこの辺もなんかビラみたいな、ペンションみたいないっぱいある。いっぱい。ニセコ留学っていうのがあるぐらいだからね。あ、それ知らなかった。ニセコ来て英語を学ぶっていうね、できるよね全然ね。あ、めっちゃ、結構いいらしいよ。だって昨日の温泉とかでもさ、周りの外国人と話したら普通に英会話の勉強になるしさ、多分住んで車持ってる人いるね。ワンナンバーじゃない人いるもん、外国人。もうそっち買っちゃったりしてるんだ、ここで。で、車を置いてこの時期にこっちで生活して滑りまくるみたいなね。いいね。いいね。いいの街だって。ここに来て初めて普通に歩いてる日本人を見かけるようになったな。半々ぐらいじゃねえ、まだね。ああ、だね。大丈夫これ。キャラバンさん大丈夫。ハッピ崎と新設以外なら大体いけるよね、キャラバンさん。あ、これが、あ、そこに止めれるんじゃん。このカラオケ歌やってやつめっちゃちょいちょい見る。なんか見るね。やってるかなあ、のれんかかってるね。11時から。こんにちは。英語対応してる。おー、素晴らしい。ミシュラン。注文はね、この QR コードって読み取る。麺がね、選べる。普通の麺とストレート麺ってやつ。スパイシー醤油、焼き醤油、味噌。全部のせもあります。全部のせよかです。これは味噌ラーメンで。味噌もうまそう。温泉卵をつけよう。歌屋に雪が降りしきってる。焦がし醤油とは何ですか？味噌温玉と。うわー、うまそう。美味しそう。味噌ラーメンにしてはあっさりしてる。あ、本当。うん。だしの味するわ。昆布の。うん。そう、ちょっと生姜が。ああ、醤油うまいわ。焦がし醤油か。焦がし醤油。ネギを倍にしたい。全飲みできちゃう。カード使えるし。すげえ。ごちそうさまです。うまかった。店員さんめっちゃ優しかったね。スーパーホスピタリティ。これ海外の人多分びっくりするよ。しかもイケメン。そう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 。すげえ面白い。面白い。なんか5番の目状になってる。これ夜になったらなんか賑わうのかもね。賑わいそうだね。1時間あるな。コンビニやってコーヒーとか。あ、私運転しようか。疲れてない？コンビニやけど。じゃあお願いします。ねえ。レトロなランクル。めっちゃかっこいい。そうそう。昔のランクル。峠道担当みたいな。海だ。本当だ、綺麗。あ、ほら、ホタルワインギャラリー。ちょっと空いてる。なんか吹き荒れてるけど、すごい。
白の辛口。この先に車中泊できそうなところがあるんだけど。家がどうなのかっていうのわかんないから一旦行ってみる。うんうん。こういう状態です。埋もれております。ガッタガタだ。あの車もうボコ水にはまってたよ。ボコボコしながら進み寄るもん。滑ってる滑ってる。怖い怖い怖い。絶対怖い。無理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 。キャラバン来てるよ。無理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 。あっち側大丈夫。左側がやばいね。左側がひどい。あでも結構ひどいよこっちも。腹すってるね。キキャャラバンローダウンしてるから腹するの。おお、入ってきた車もケツ振ってる。すごいね。春のコウメダですね。おお、渋い店だ。そこのタイムズに入ればいいの。これか。ホテルは。オモハイル提携駐車場って書いてあるよ。書いてある。キーフロントまでお持ちくださいだって。登っていくんだな。小樽でホテル泊。俺の誕生日祝い。スリラーカラオケ。内装やばいな。やばそう。ここガラス拭きとかができるんだ。なるほどね。昔の建物をそのまま今の店舗が使ってるみたいな、そういう感じだね。すげえ。もうクラシカルな雰囲気あるね。おしゃれすぎる。そのスピーカーから。スキーの乾燥室あるんだ。ワックス台とかもある。すごい。ワックスも使っていいんだ。今スタッフさんの服が私服っぽいから、お客さんとスタッフさんが違うよくわかんないね。扉が3つある。1、2って書いてあるからさ、どっちがどっちのか分かんなくなんないみたいな。タオルね。空っぽ。空っぽ。空っぽ。空調だね。持ち込んで飲んでいいんだって。お酒とか。除雪大変ですよ除ね。雪頑張ってる。あそこね、絶対ハマるよね。さっき四駆のハイエースがハマりまくってたもん、そこで。まくってた。これ歴史的建造物の中だ。乾杯。
ああ、うまいね。うんへえ、これはモロヘイヤ。なんだろこれ、う。うまっ、これ。うまい。ニンニクとオリーブオイルで和えられてる。こんなの初めて食べた。豚肉のグリルでございます。はいソースは2種類添えで、白い方が山わさび、赤い方がピーマンとナッツで作った酸味があるロメスコソースでございます。貴族の夕食みたい。だだっ広い中で俺らしかいないのやばくない？ニシンのビッグスパイダーでございます。もちろんこれまで食べられるように仕上げております。最後にレモンを絞ってすっきりとした味の変化をお楽しみください。はい。めっちゃ魚介が香っとるもん、これ。そもそも。前菜取りすぎなくてよかった。結構ボリュームあるから。マジ？あ、うわ、うまっ。ニシンがとても美味しそう。ニシンって美味しいよね。油がいっぱい。とても美味しいです。歯も絶好調。歯痛くない。全く痛くない。どうなの？いくらでも噛める、今日は。最後の一絞りも最後の一滴まで。ああ、ジュースうま。やっぱこれ崩れるよね。怖さずにやるのがむずすぎこうやって掴もうとしたらさ、半分に割れるよね。そうそうそう。ごちそうさまです。有料でしたか。上や。部屋着をゲットした。借りた部屋着。少年みたいやな。お揃い面白いねっていう。面白い。面白い。おはようございます。お和風なんかさ、これ名物って言ってたオムレツだよ多分。なめこ汁。これうまそうだった。イカの唐揚げだこれ。うまいくらたっぷりで。いくらうま。い。ヨーグルトうまっ。うまい。食後のティータイム。カレーが入ってる。あ、マンホールだ。すごい、この辺の人はもう毎朝こんな道を出勤しとるんか。スーパー行きたいだけでこれだよ。ハイストレスすぎてちょっとや。空港はヘイビーだよ。空港はヘイビーなんだけどちょっと余裕がないよね今。なんかそこの出口もやばい。なんかやばい。スーパーに来ただけなのに。スーパーある。あ、マックスバリューの中めっちゃ快適。いっぱいだね。うわうわ。
タルに入って早朝に着いて、まずここに来たの。あ、コインランドリーでその正面にこの温泉があるのはその時に見てた。把握済み。そうでその時はなんかオープン時間前で温泉があるんだってのだけ見た。あ、コインランドリー。懐かしい。ここが風呂入ってる。学校が。なんかシャチホコついてるの面白い。湯の花。ザンギカレー。え、うまそう。結構爆盛り系じゃない。中華スーあ、もうここに券売機がある。880円。広い。洋風。ものの30分でこれ。苫小牧方面に向かいましょう。本当に嵐来るのかな。まだ信じられない。10年に一度の大寒波らしい。でも10年に一度って毎回言っとらん。びっくりドンキー、あ、びっくりドンキーの逆反対側側。だ。おー、いい。これ反対が運河なんだよね。あ、反対側もめっちゃ面白いやん、こう景色。びっくりドンキーが歴史的建造物になって入ってる。面白い。なんか今いきなりなんかすごいことになってるよこれ。大丈夫？なんか海が真っ白になってるよ。ほらほらほら。そうあれ海。なんかね、やっぱ寒波やばそうだから、大陸寄りに移動しよう今日は。そうだね。明日フェリー乗りたいから、私さ東京で仕事あるじゃん。あるね。余裕を持って帰りたいので。なんかホッキカレーとか食ってから帰りたいな。あ、いいね。なんか前視聴者さんが苫小牧ならここだよってコメント見たことあって、夏カブで行った時に行ったらその店、激並びしてて入らなかったんだ。やっぱ美味しいんだ、並んでるってことは。北広島市。あ、ボーイズアンビシャス。あ、北広島出口。まるで広島に来たみたいな。予想1000円。安い。270円。途中であれ改札通った。ここまで来ればさすがに大丈夫でしょう。しかし結構洗練された道の駅か。だと思う。抜けちゃってね。恐ろそうな感じなの。完璧な右折と完璧な除雪。右折もいいんだけど除雪、花と緑の街だって。夏が綺麗なのかな。うず高い雪山が築かれているのだが、一旦そこに止めた。寒いね。乾いてないかもしれないけど。ニンニク買っとこうよ。なんかおしゃべりしてた。なんかね、雪が降ってきましたねみたいな。このパネル超すごくね。北海道工場だって。キリンビールもある。マジで？マジで？恵庭ってそんないろいろあるんだ。ワイナリーも。支笏湖が割と近いんだ。あ、こ
かっこいい。これもいいね。あ、かっこいい。羊の石鹸。羊の毛についている成分を配合。うわ、猫のおやつ売ってる。チャイにお土産。これエゾシカ。エゾシカの心臓だ。カレー受付、パンもあるし。無料だった。おしっぱ、おしっぱ。キャンプ場みたい。こういういいのかな。乾杯。うん。ムチムチだよ。せっかくこんなものがあるからさ。すごいこれ。おー、なんかライトとかあるね。非売品だって。カレーパン食べよう。私も一口。美味しそう。眉キャンプ気分じゃんこれ。うん。この道の駅正解だわ。なんか寒い。ヒーター入れるね。寒い。そっちハンガーある？ Thank you。なんかごま油は？大変。なんかさっきと結構な爆風になってきた。マジ？この辺もやばいのもしかして。すごい振り込んできてるし。うわうわうわ。お、味噌とキムチ。そうです。この匂いで飲めるわ。飲もう。マジで一杯。ニンニクも入れたもしかして。よ。あ、キムチだけでその香り。黒松内焼酎でいきます。札幌ビールは飲んだ。乾杯。乾杯。しんなりしてから。もうそれに火が通ったらそれだけでうまい。多分うまいと思う。北海道産カジカ。肝がすげえ。そう、この肝が。この香りでいけるわ。天気 JP だとさ、降水量ゼロって書いてあったんだけど、降水量ゼロでさ、0ミリでさ、雪マークってどういうことなんだろう。積もらない雪なのかな。風で吹っ飛ぶのかな。美味しそう美味しそうカメラ回しちゃダメだって。水をお願いします。ストップ行って。そんぐらいかな。このエリアが。多分これ現在地だよね。そっか。で、さすがにここ日本海沿いじゃないから大丈夫だと思ったんだけど。だけど雪は止んだんじゃない？雪はね、降ったり止んだりだよ。これすごく美味しそうだった。ちょっとあんこに近い気がする。そんな感じ。肝はさ、最後にいいかな。乾杯。カジカのキムチ鍋。いただきます。いただきます。カジカうまい。やっぱ5個とは全然違う。じゃあ目玉を。プルップル。やっぱ5個のプルプル具合には及ばないんだけど、これもプルプル。うまいうまい。結構身の味がしっかりしてる。顔の裏側なんだけど、身じゃなくて。うまい。前さ、毎日鍋してた時あったよ。車中泊毎日鍋。FF ヒーターなくて、鍋で温まるって結構大変だった。その旅で FF じゃ必要だなってなったの。
身をもって思い知ったん。マジで必要だわ。鍋やってる瞬間だけしか暖かくないもん。朝起きた時の結構温められない。朝起きてまずお湯を沸かしよったもん。うん。ヒーターがあることで朝の出だしが快調になるから。なんか青空見えてる。よかったよかった。これ1個ブリって1個一塊になってたから。黒いつぶつぶがついてる。これ大丈夫。なんか血液が。肝乾杯。肝乾杯。おお。濃厚お酒のつまみだね。肝乾杯。ああ。北海道に乾杯。乾杯。お、白いやつだ。残ってたんや。全然出てこない。食欲の湧く。ぶなしずく AKA 気持ちいいお酒。これ人参？キムチに入ってたやつだと思う。最高。最高。これのための鍋。うまっ。美味しいねこのうどん。とまママ食堂さん安すぎ。なんかさ、俺観光地価格かと思ってたらさ、うん、その逆。なんかすごい。だってホッキカニ丼1600円だって。ホッキホタテ丼1600円。これ小樽のあそこだったらもう3、4千円はするやつだよ。するする。しかもこのマルトマ丼ってやつがやばいの。1500円だってよ。マルトマ丼とホッキカレー。もうどっちも食べたい。ホッキカレーはホッキ貝3個入ってるんでしょ。3個使ってるんだ。で1個300円ぐらいするから、ホッキ貝だけでも900円ぐらいの値打ちがあるのに、これ3個入って1200円やばすぎだよ。で混雑時間帯が結構朝から混むらしいんで、4時に起きて出たら5時に着くんだよ。やだ、そこまでしたくない。帰宅。外の気温がマイナス4度になってるよ。めっちゃうるせえんだけどヒーターが。何この音。どうしちゃったの？やつだけこれ。そんなはずじゃないよ。違うよね。フェリー予約完了。完了。1回までリスケできるから、もしかしたら道がダメだってもあさってにスケジュール変更可能。3センチぐらい積もったね。雪の勢いが増したね。10倍ぐらいに増したね。うわ、目焼けらんねえやつや。もうフロントガラスは埋もれたね。もう雪まみれになっちゃった。もう脱いでねえよこれ。濡れたから乾かしてる。寝る前の気温はマイナス 3.3 度、22度。傾斜どっちだった？ OK。 おやすみなさい。おやすみ。2度、湿度 74% って本当？外はマイナス 1.7 度。あれ、トイレ行かないの？ FF ヒーターの音が日に日にでかくなってるのやばい。今日はちょっと限界体制の服装にしよう。暴風雪警報級の
茶を飲んで移動しよう。はい、で大丈夫？こいつめマイナス 1.2 度か。こっちちょっと時間差が。はい、今日のサブバッテリーさんはなんか色違くない？お、黄色 50% 切って黄色くなった。このままいくと1時間50分で死にますよっていうのは 49.7262% です。いやでも 400Wh でもう余裕だね。50% 切ったの今日が初めてぐらいで。トゥルルルルルルン。旅の最後にちょうど終わった。使い切った。豆乳を投入するんだ。スノーストームワーミングまだ出てるね。これさ、北海道の地方名よくわかんないんだよね。全然わからん、私も。空知とか多分石狩地方なの、ここは。恵庭は積丹半島とか小樽のところ合子かと思ったら、なんて読むと思う？ごし尻べし。は？これ単身じゃん。どう見ても単身どう見てもいぶり。尻べしといぶりが足したら尻ぶりになるのよ。本当だね、まあ尻を振りまくってんだ。尻ペシってやってたね、海子さっきね。すごいすごいすごい、頑張れ頑張れ。出発。おお、出るた。除雪済みだね。よかった。これ札幌ビールの工場だよ、ここが。リザックね、こういう圧雪には強いわ。一回も滑ってない。圧雪。てか北海道で一回も滑ってないって。北海道でブリザックが選ばれる理由はなんとなく分かった気がする。除雪能力がハイパーだから、除雪で鳴らされてそこを走るのは強い。凍結路面でも強かったかも。これ千歳空港じゃない？そうだね。安いね。モダやっぱ安い。雪が落ちてきた。これどんぐらい伸びんだろう。小樽の方の線路？電車の線路に波が到達したらしい。怖っ。もう止まってる。それも止まるしかないね。いや昨日さ、遠目に見たけど相当でかかったもんね、波。広い駐車場ある。これ来たんじゃねえ。ビッグチャンスが到来しておるね。焦りは禁物だよ。そうだね。あ、ここ厨房の人が見えるんだ。ここは厨房かもしれない。
空いてる。こんにちは。日によってネタが変わります。1500円ってやばくない？あ、2個？でこれ2個。丸と丸を2つ。はい。以上でよかったですか？はい。ありがとうございます。うまそう。もしかしてこれにもうわぁ、汁麺。貝みたいのがいっぱい剥かれてる。これホッキーだよね。すげえ。俺しばらく眺めるわ。ホッキー。エビ味噌チューチューして。うまっ。ヒラメ？それどっちも縁側や。円側でやった。満足です。美味しかった。ホッキ貝キャラみたいのいる。あ、そっちね。こいつは雪だるま。こいつ雪だるま。雪だるまアヒルキャラ。トマチョップだってこいつ。苫小牧白鳥花勝負ホッキ貝ハスカップ。こいつなんて言うんだろう。衝撃だったわ。見た目の美しさと量、あと値段、あとうまさ。素晴らしい。除雪も完璧。二次会開始。二次会開始。仙台、名古屋もすごいね。結構いろんなとこ行くね。大洗行き、あ、一応出てはいるけど6時45分。これ乗るやつだな。もう待ってる車いる。いるいる。6時45分。お土産コーナーもある。行ったやつかも。甘口と辛口でもあってこれで。着がもう容易ではない。昔は癒し漁をやってたんだね。予約確認方法を選択してください。うまそう。うわ、いい香り。いただきます。美味しそう。スープ付き。カラン。アートバンライン。牛たちだ。何あれ。コンプテイク。トレーラーのショーみたいな。トレーラーのショーで。頭だけも可愛いよね。これ冷蔵庫付きのやつじゃね。装置ついてる。ライトが綺麗です。なんかウインカー出てた。なんと北海道にいる間に11万キロ行ったキャラバンちゃん。すごい。20メートル近くの立っていられないほどの暴風に
雪を伴って猛吹雪となります。この先予想を見ていきますと、稚内がやばそう続きますので、札幌周辺など雪、吹雪が続きそうではモンスケって北海道のキャラ。遊ぶことにでもやや大変。雪かき予報。今日がすごい。今日がすごい。すごくなった日にちょうど帰る。こんな綺麗な雪景色見れていい。札幌。See you 北海道。ああ、名残惜しい。このさ、傾斜結構怖いんですよ。雪かぶ。See you 北海道。よろしくお願いします。猛吹雪や吹きだまりによる交通障害に警戒が必要です。パネル持ってる？ちょっとさ、揺れててさ、ちょっと気持ち悪くなりそうなんだよね。これ行きより全然揺れてるよ。行きの日じゃないよ。だって行きは揺れなかったもん。なんだかんだで。これが最強寒波か。じゃあ俺はこいつを飲んで揺れに対抗しよう。酒に酔えば船の酔いはプラマイゼロになるはずだから、理論上。あーちょっと待って、揺れやばくね？早急にこれ対策が必要だよね。やべえってこれ。乾杯。乾杯。隅に追いやられてる。やばいやばい。あ、アネロンってこんな感じ。コンタクトみたいな。酒でアネロンなのか。ちょっと編集とか無理。終了。もう寝るか。できた？できた。ね、なんでそんな飛脚みたいな格好してんの？窓際開いてるよ。ここの席よくない？肉うどん？これはサンフラワーキーマカレー。ただのキーマカレーではなくサンフラワーキーマカレー。おー、美味しそう。茨城。帰って電車だ。今北海道から帰ってチャイ足怪我してるっぽいんよね。チャイお前足どうしたん？何があったんですかチャイさん。病院に行かないとダメよこれ。なんか辛そうだなこいつ。腹減ってるわけじゃないのか。エゾシカの心臓一旦これ食べるかチャイな。お、エゾシカの心臓だぞそれ。入った入った。